本日はインクルーシブジャム We are all minorities にご参加いただきありがとうございます。皆様と今回の万博の意義や命、世界について深めていければと思います。私は本日の司会を務めさせていただきます梅山茜と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速オープニングセッションに移らせていただきます。大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー中島幸子さんと文部科学省初等中等教育局教育課程課長の武藤久義さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんおはようございます。万博の方では、シグネチャーパビリオン命の遊べばクラゲ館というところのプロデューサーをしております中島幸子と申します。で、音楽とか数学とかSTEAM教育とかやってるんですけども、今は本当に教育がわって変わろうとしている、世界中で変わろうとしている中で、この万博会場でじゃあ、今ちょうどテーマウィークのテーマが、学びと遊びなんですけれども、そこの中でじゃあみんなでいろんなディスカッションをしながら、世界中とともにですね、未来の学び遊びを捉えていこうと思っています。で、冒頭オープニングでは、いつも大変お世話になっております。はい、文科省さんはね、10年に一度学習指導要領というものを改定します。で、その中央教育審議会でも本当にご活躍というか、今議論が白熱しているところかと思いますけれども、その初等中等教育で、いろいろ今議論が進行しております。そのあたりの中軸に担われている武藤さんにいらしていただきました。本日よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、早速ですけれども、ちょっとね、日本の教育の今というところで、ぜひちょっと10分ほど多様な人たちの学びについてというところで、お話をいただきたいので、じゃあぜひこちらでお願いします。ちなみに今日は、1つ目のセッションで、多様な人たちにとっての学びということで、いろんな私ではなくて中西さんにモデレーションしてもらって進めていきます。で、2つ目で世界の教育は今ということで、日本語と英語と順番にお届けします。はい、皆さん改めておはようございます。私今10年に一度のですね学習指導要領の改定という話をしておりまして、論点多岐にわたるんですけれども、特にこの多様性の包摂に関わってそういう視点でお話をしたいと思います。まず我が国の子どもたちの、いわゆる学力というのは世界的にトップクラスです。これはもういろんな学力調査の結果からも出てるわけですけれども、やはり弱点としては多様な子どもたちを包摂していくっていう包摂性と、それから突き抜けた人というのを潰さずに育てていって活躍してもらう、ここがなんかすごく相対的な弱みなのかなって思ってるわけです。で、改めて多様性の包摂の必要性っていうのをデータで見てみますと、残念な不登校の子どもたちが年々増加をしているということ、約35万人になっています。1200万人ぐらいの子どもの中で35万人不登校と学校に行けてないということですね。それからそもそも子どもたちの認知の特性って様々で、何でも得意な子もいれば興味や関心拡散しやすい子や、逆に特定の分野に集中力がある子とか、ディスレクシアの子とか、相当我が国にもいっぱいいるわけです。で、残念な数字ですけれども、学習面と行動面で著しい困難がある子たちが小中学校で 8.8% なんですが、高校でガクッと減って、なんと大学の学部の在籍率は 0.32% になっています。なんでこんな減るんだろう。でも太平洋の向こう側のアメリカでは 15% もいらっしゃるということで、これもちろん単純比較はできないんですけど、どうやら初等中等教育の中で自分なりの自分の特性に合う賢い学び方というのを獲得できないままに、結果的に高等教育機関まで接続できてないお子さんが相当数いるんじゃないか、こんなふうな見立てをしております。不登校の子どもたちにどんなところだったら通いたかったかって聞いたら、自分のペースに合ったサポートがあるとか、あるいは自分の好きなことや知りたいことを突き詰めることができる、そんな学校だったら自分は通いたかったって、こんな
んなにたくさんの不登校の当事者がおっしゃっているっていう事実があります。ちょっとまとめると、小学校35人のクラスサイズですが、これにですね統計データを当てはめますと、右上、家に本がない、学力が低い子 32.9%、 日本語を家で話さない子が 2.9%、 不登校と不登校傾向を合わせるとなんか 15% ぐらい、発達障害の子も 10% ぐらい、そしてその中には得意な才能を持っていて、ただその才能がゆえに、さまざまな認知の特性がゆえに、結構クラスルームで辛い思いをしているお子さんたちもいると、こういう状況がある中で、私たち今まで通りのやり方にいいとこもあったけど、でもそれを続けたままで本当に誰一人取り残さず可能性を開花させられるんだろうか、そんな疑問を持ちながら今議論をしているところであります。そしてその上に立ってですね、実は2048年に15歳から64歳 10% 以上が外国籍になると言われています。左下にある通り、日本も欧米並みになっていく。つまり今学校の先生方が大事に育てているお子さんたちが社会に出ていく頃、それは3年後か6年後か9年後か12年後か16年後か、せいぜいそのぐらいのスパンで、外に出ていくわけですけど、その時の我が国の社会は今と比べ物にならないぐらい多様になっている。自分と異なる宗教とか価値観とか常識とか道徳とか、それを持った人が上司だったり部下だったり同僚だったり、あるいは地域に出ていったら一緒にコミュニティの課題を話し合っていかなきゃいけない、そんな状況に日本というこの国もですねなりつつあるんだ。そしてもっとこの動きが加速していくんだ、こんなことを思っているわけです。先ほど出てきた学習指導要領を議論している中央教育審議会、私たち文部科学省のフラッグシップのカウンセルですけれども、ここではこの多様性を包摂して一人一人の意欲を高めるということを喫緊の課題というふうに位置づけていまして、この難しいチャレンジに正面から向き合うことが我が国の積年の課題でもあると思ってますが、正解主義とかですね、同調圧力への偏りから脱却する、そして共生社会を作っていく観点からもとっても大事なんじゃないか、こんなことを思っているわけです。でこの多様性の包摂でですね、非常にデジタルと親和性が高いと思っています。私たち5年前にですね、1人1台の PC を子どもたちに配布するというギガスクールという仕組みを始めました。こういった中で今休校でなくてもですね、授業をデフォルトで中継したり、保健室登校の子どもや、あるいは病気療養中の子どもも病室から授業を受けることができるようになっています。あるいはですね、ここは iPad を入れている自治体ですけども、 iPad にいっぱい特別支援のお子さんにとってフレンドリーなアプリがありますから、それをたくさん当事者の声を聞いて整備して、いつでも子どもたちがそれを文房具として使って学びやすくするんだと、こんな取り組みもされているところです。特別支援で有名な東京大学の近藤先生がこんなことをおっしゃってました。ギガ端末でキーボードで作文を書けば所持障害がある子も困りを感じないと、リマインダー機能を使えば忘れ物だって回避できるじゃないか、なんか今までの学校の常識を変えれば実は子どもたちはもっともっと学べるようになるんだ、そんなですね今静かな変化が日本中に起きているんだということだと思っていまして、それはこのパソコンが子どもの机の上で毎日起動しているっていう事実以上にインクルーシブっていう意味では大事な変化が今起きていると思っています。でこういうことに加えてですね、生成 AI がおよそ3年前チャット GPT 出て以来ですね、ものすごい勢いで進化をしているわけです。この生成 AI の研究者である北海道大学の川村先生、こんなこと言ってました。これからの仕事というのは意思決定と作業に分解される、作業はもう AI がやってくれる時代だよと、自分で何をするか決める仕事が残って人から言われてやる仕事は AI がやってくれる、こんな時代になってくるんだ。よろしいですかね。自分で何をするか決める仕事が残るってことは、自分が何をしたいかっていう強い気持ちやパッションが今まで以上に大事になってくる、こんな時代の教育ということだと思っております。そういう意味でですね、こうしたさまざまな多様性を包摂する大きな政策転換を今議論していて、2つだけご紹介をしたいと思います。1つ目、実は法画的に東京都目黒区で1コマ45分のところを40分でやる学校を
今実験をしてもらっています。 ICT 使えば5分ぐらいは平気で効率化できるわけです。でこの5分間、ほんのちょっとの5分間ですけれども、これを全部ですね1年間貯めるとなんと127コマ出てきます。127コマっていうのは週4コマなんですね。この週4コマを各学校が子どもたちの実態に応じてフレキシブルに使っていくと、こんなことをやっています。例えばですけれども、丸の1のあたりですね、自分の関心があることを個人でどんどん深掘りして探求するようなところに授業時数を増やしていくとか、あるいは丸の2ですけれども、表現力とか対話力を育成する活動、あるいはコグニッショントレーニングとかコーディネーショントレーニングみたいな外部にある素敵なプログラムを学校にインストールするみたいな、こんなイメージですね。こんなことがいろいろ行われているので、例えば今日中島さんからもお話あると思いますけど、 STEAM 教育のプログラムを外部の団体と連携して学校に入れていくんだみたいなことだっていっぱいできるでしょうし、障害とか認知の特性に応じたさまざまなその子にとっての時間を作っていくというようなことも可能になってくるんではないか。そしてそれが本当に学校現場でやれるような条件整備も合わせてやっていきたいと、こんなことも思っているところです。で今申し上げたことは特別な学校でしか今はできませんが、それを全国的にやっていこうというのはこの下段になるところです。学校の中で一つ一つの教科からちょっとずつ授業時数を持ってきて、さっきの目黒の例でいうと127コマも回れるわけです。それでいろんな子どもたちの可能性を広げていこうということを1回というふうに位置づけています。そしてその上に立って第2回ですけれども、例えば日本語指導が必要な子どもとか、不登校のお子さんとかですね、あるいは特定分野に得意な才能のあるギフティッドの子どもたち、こういった子たちにはさらにその上にプラスアルファでスペシャルなカリキュラムを編成できるような、そんな仕組みを作ろうと思っております。例えば不登校の子どもについて言うと、不登校の子って今例えば5年生から不登校になって6年生、今中1でやっとちょっとセンターに通えるようになったと。で頑張って勉強して今小学校6年ぐらいまで行ったんだけど、でも中学校1年生の基準で評価されたら全部1がつきますみたいな世界だったんですよね。でこれ本当に本人にとって厳しい状況だったと思うんですが、特別なカリキュラムでやれば特別なカリキュラムで成績もつけることができると、そんな仕組みを考えているところです。でさらに一番右上ですね、得意な才能が持っているギフティッドの子どもたちについては、例えば算数数学の天才なのであれば、もう算数数学については大学等の研究機関とつなげてしまってスペシャルなプログラムを組んでいく。例えばアートの天才であればアートをやっているアーティストの人たちとこの部分についてはつなげていくというようなことで新しい仕組みができないかなって、こんなことも思っていたりするところです。この他にもいろんなことあるんですけれども、一つ言いたいのはとにかくですね、我が国にとって多様性は何かケアをすべき対象のようなものとして捉えられてきたわけです。いわば若干福祉的な要素が大きかったわけですけども、私たちこれから多様性を力に変えていくような、そして一人一人の子どもたちがもっと可能性を追求して、そして生き生きと暮らしていけるような、そんな社会を目指す一つとして教育行政もですね頑張っていきたいと、こんなことを思っております。ちょうど10分になりました。ご清聴どうもありがとうございました。武藤さんありがとうございます。はい、なんかいいですね。昔からこうやっぱりすごくね多様な皆さんと共に作っていく学びっていう、やっぱり10年に一度って結構長いスパンなので、そこでどういう方針が出るかってすごく大事なところだと思うので、なんかそうですね、これからの次の10年にも期待したいですし、そこからまた具体的なアクションにその方針の下で、今もうすでに具体的なアクション一つ提示されましたけれども、で多分校舎の作り方とかカリキュラムの時間割の作り方とか、全てのエコシステムが変わってくるみたいなことになりますよね。じゃなくていろんなところにこれくっつけてトータルのものにしていきたいですし、ぜひ中島さんにも手伝ってほしいなって思って今日参りました。はい、ぜひ今日つながってほしい方がたくさんいますので、これからよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私もほんの少しだけ、冒頭に、このイベントの主催として行っているそのクラゲ館の旅路、ちょっとだけご紹介させていただきたいと思います。スライドを見せられますでしょうか。はい、この後日本語で、多様な学びについてお話ししてもらうんですが、そのモデレーターである中西さんは重度な身体障害とか持っている子どもたちをずっと長年見てきた総合福祉施設のサイドの方です。で
彼も中心になって、でも他にもたくさんの仲間、社会をかき混ぜるっていう役割でマドラーと呼んで、マドラーの皆さんと共にクラゲ館作ってきました。でこの写真私すごい好きなんですけど、日本全国から福井県とか、埼玉とか群馬とかですね、重度な障害あって一人では動けないけど誰かと一緒にだったら動ける人が来てくれて、来るだけじゃなくて衣装をちゃんと着てボランティアとして、動いてもらってます。つまり作るっていうことにみんなに携わってもらうという大きな機会として万博とかクラゲ館を捉えています。私自身は、音楽とか数学とかスティームエデュケーションとかやってるんですけども、ちなみにちょっとだけ宣伝をすると、こういう本もクラゲ館どうやって作ってきたかみたいなこととかそんなのも出しています。で、あと例えばサイエンスとかマスマティクス、数学とか科学において、女性研究者が少ないとかですね、そういうジェンダーの課題とかも一つ挙げてますが、他にもそういう意味で、全ての人にとっての作る喜び、創造性の民主化みたいなことを、テーマにして行っています。でそうですね、創造性の民主化、そして今武藤さんの方からもありましたけど、その多様性というか、弱さみたいなものが価値になる。で、最終的には今は例えば障害福祉、ジェンダーのことも時には場所によって、それから人種国籍、この万博会場にいると158も国のパビリオンがあって、ありとあらゆる人がいるので、なんかすごくごちゃ混ぜなんですけど、まだまだやっぱりもっともっと、先ほどね、今いずれ 10% は海外の方になるというお話ありましたけれども、日本、例えば日本において、よりそのマイノリティであるということが価値になるところが、よく考えてみると全員マイノリティであるというのが一応私たちの考え方で、今日もその We are all minorities というテーマでやっています。でちょっと時間もないので少し、クラゲ館の話行く前にでも一つだけ、一応クラゲ館の横には国連館があります。で国連の在り方とかも今変わってきているところではありますけれども、国連からの一つ韓国で、明日国連とかユネスコとも一緒にお話をしますが、一つ日本はですね、この分離教育をもうやめなさいと、やりすぎであると、やっぱりもうちょっとかき混ぜながらやらないとダメだということが実はしっかり言われていて、かなり厳しい勧告を受けているんですね。なので何でしょう、今本当に私たち大学生とかいっぱい共同してますが、例えば目が見えない友達、耳が聞こえない友達いますかというと、ほとんどの人が手を挙げないんですね。というのは分けられちゃってるからだと思うので、今日はこの後いろんな人たち出てきて、クラゲマドラーの皆さん出てきてもらいますけれども、できればそういうものも変わってくるといいな。でもう残り 1,2 分ですけれども、ちょっとだけクラゲ館の紹介です。まず、万博は160近くの国や国際組織が関わっています。でテーマ、ちょっと英語で書いてますけれども、命輝く未来社会のデザインというのがテーマで、そのテーマ館というものが8個あって、そのうちの1つがクラゲ館になります。ただ3つ目の特徴として書いたのが民の博、Expo for Citizens と書きましたけれども、このテーマ答えがないので、例えば政治家とか大物アーティストとか大企業とかだけじゃなくてですね、みんなで考える、多様な人たちで考えて動くっていうことがすごく大事です。で、ぜひクラゲ館いらしていただきたいですが、命を高めるというテーマ、もともとは実は教育、遊び、学び、芸術、スポーツというところからお題をいただいてクラゲ館作っています。ちょっと雰囲気だけでも、これクラゲ館の前の命パークというところで始まる前にやったものですけども、見ていただくと実は車椅子の方とか、なかなかね言葉だけでは説明しきれない、表現できない子であるとか、もちろん音楽家とか研究者とか教育者とか先生とかいろんな人たちと関わり合いながら、もちろん協賛企業の皆様とかも作ってきました。で、そうですね、もう時間がないのでささと見ていきます。真ん中に創造の木があったり、このタイルも例えば入院中の子どもたちとか、いろんな学校の子どもたちとかで関わってきました。だからすでに1万人以上のみんなで作ってきた館になります。でもちろん技術とかも使ってますが、なんかそれをじゃあただ見るだけとかすごいっていうよりも遊ぶという感覚でやってもらっています。あといろんなゴミから生まれたオルガンとかですね、そういうのもあります。このクラゲも本物のクラゲはいないんですけれども、みんなが描いてくれたクラゲがたくさんいます。で例えばこれはガーナのスラムに行って
て、ガーナのスラムの皆さんと共にゴミを集めてきて作った海月というものになります。でこういうふうにアートにしてもですね、いろんな社会の課題とか社会のシステムと関わっていて、それは教育のエコシステムもそうだと思うんですけれども、こうですね、はい。でさらにはちょっと話がいろいろですけれども、これなんかだと数式が、生き物の模様を生み出すみたいな魔法の数式みたいなものがあるんですけれども、それをアートとか音楽を通じて表現していて、だから人もそうだし学問もそうだし、世の中のいろんなこと、文科省さんとか先生とかアーティストとか企業の人とかおばあちゃんとか、なんかこういろんな役割の人たちがなんかこう絡み合って作り出すっていうことの面白さっていうのが実は STEAM 教育にあるのかなと、後半戦でちょっと STEAM について語りたいと思ってますけれども、はい、ということで私たちのクラゲ館のシンボルはこういうものなんですけれども、本当に多くの人と一緒に作ってきました。であと子どもたちですね、実は大阪府の子どもたちは、クラゲ館でワークショップをするという探究の時間を使ってずっと自分の好きを、まさに好きを、ベースに、それをただプレゼンで伝えるんじゃなくて、ワークショップで五感で来た人たちが楽しめるものにして自分の好きをなんか伝えると、言葉というより体験で伝えるということをやってくれています。すっごく面白いのでぜひ見に来ていただきたいんですけれども、そうなんです。であと小学生とか大学生とかいろんな人たちが今関わり合って作ってくれてますので、ちょっと時間がないので、飛ばしてきますが、ちなみに日本中の先生たちをつないだ未来の地球学校っていうのもやっていて、これ世界にも今広げつつありますけど、8月には遊び学びサミットというものもやったりします。ということで、もう最後です。もう一個だけ言います。ちょうど今エチオピアとかセネガルからもアーティストが来ています。それからリベリアもですね。でもう数日したらカメルーンの森の民バカ族もやってきます。例えば教育のみならず、そういう音楽とか文化とかを通じてもいろんな国際交流をしているところです。後ほど多分ガーナからもたくさん来てくれると思います。こういう中でいろんなところでの教育とか文化とかがどうなっているのかっていうのをみんなに出会ってもらって、できればね本当は行ってもらって、交流し合ってできるといいと思うんですけども、でも中には病院で例えば入院中でどうしても万博に来れない人たちもつなぎ合いながら作っていくんで、それがなんか未来の、そうですね、社会の在り方みたいなことになるんじゃないかということで今探っているところですので、ちょっと長くなりました。今日はだから武藤さんにずっと聞いていただいて、最後もう少し、まとめとしていろいろ話していきたいと思いますけれども、ここから、ちょっとまず日本語のセッションで多様な人にとっての学びということをちょっと、語ってもらいたいと思います。ではオープニングトークはここで一度終わりにしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。武藤さん、中島さん、ありがとうございました。それでは最初のセッション、多様な学びとは何かを始めさせていただきます。ご登壇いただいておりますのは、株式会社日立ソリューションズチームアウローラスキー部の新田義弘さん、株式会社日立ソリューションズチームアウローラ車椅子陸上競技部の岸澤弘樹さん、公益社団法人ネクストビジョン和田光一さん、株式会社日立医薬情報ソリューションズ総務部の信田光信さん、外資系企業マーケティング職の斉藤凛香さんです。モデレーターは株式会社ノーサイド代表の中西亮介さんにお務めいただきます。それでは中西さん、よろしくお願い申し上げます。はい、それでは今日は皆さんよろしくお願いしたいと思います。早速どうしましょうか。自己紹介ね、していただきたいなと思いますけど、ちょっとそしたら今日皆さんモデルとさせてもらいます僕からちょっとどんな人間なのかというところをですねさせていただきたいなと思いますので、ちょっとだけ簡単な動画を流したいと思うんですけど、よろしいですか。いけますか。はい、それではちょっとだけ1分ぐらいですので見てください。すいません、どうぞ。
結局障害の正体って環境や。だから環境さえ整ったら障害なんてなくなるんちゃうかなと思ってんねん。そしたらみんなで環境を整えていくのが障害をなくす一番の早道やと思う。だからまず出会うという環境を作ることが障害をなくすっていうことにつながっていくから、出会いの場所を作ることがすごい大事なことやと思う。人がつながる環境をみんなで作っていけば障害ってなくなるんちゃう？はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあ何が言いたいかと言いますと、障害ってね、僕、ノーサイドというところから来てるんですけども、普段福祉介護の仕事させてもらってるんですけど、障害者とか障害っていう話をいつもしてるんですけど、それって結局環境なんちゃうかなというふうに思って、いつも思ってますんで、それで僕20年ヘルパーしてるんですけど、環境整ったら障害って超えていけるんじゃないかなっていうのをずっと20年思ってやってきてるんですけど、今日のメンバーの皆様はですね、そういうことをですね、ずっとやってこられた、環境を変えていろんなことに挑戦して、いろんな取り組みをされてる皆さんとお話できると思ってますので、ぜひ今日はですね、そういう、いわゆる障害があるって世間では世の中では言われてますけど、それって一体どういうことなんかなっていうような話がちょっと踏み込んでできれば、なんか頑張ればいいやんとかサポートがあればいいやんとか、そういうことではなくて、障害のことの真相といいますか、どんなことなのか、環境を整えたらどう超えれるのかみたいな話ができればいいなと思っております。ぜひ皆さん申し遅れました。私この衣装ですね、クラゲ館命の遊び場クラゲ館というシグネチャーパビリオン、中島プロデューサーがされているクラゲ館のですね、これ衣装を着ております。通称おかみと言われておりますけども、毎日私クラゲ館にいておりまして、インクルーシブをですね、実践できるように表現できるように中島プロデューサーと一緒にさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは自己紹介の方からしていっていただいてよろしいですか？どうぞどうぞ、はい、お願いいたします。いいですか？いいです。はい。日立ソリューションズチームアウローラ、車椅子陸上競技部の岸澤弘樹と申します。私は競技として車椅子陸上競技、パラ陸上競技の車椅子種目をやっています。種目としては800メートル、1500メートル、5000メートル、あとはフルマラソンまで種目をやっています。で、戦績としてはですね、世界選手権に、今年も代表を内定しまして2回目の出場となります。で、まだパラリンピックには出場できてないんですけども、ロサンゼルス2028を目指して競技をしています。僕自身は、大学時代に大学3年生の時にトレーニング中の事故で足が下半身不随となってしまって車椅子になりました。それまでも陸上競技の選手として、やっていたので、その途中の事故っていう形で、いわゆる、障害者というくくりですかね、車椅子を使って、生活するようになっています。はい、どうでしょう。ありがとうございます。はい、ね、ぜひね、ロサンゼルスを目指して頑張っていただきたいと思います。はい、一番得意な競技は何なんですか？今は1500メートルとかが一番結果としては残ってますね。日本でライバルはどれぐらい出るんですか？日本ではだいたい今はランキング2番とかですね。なるほど。そうしたらもうトップ3ぐらいでこうちょっと。そうですね。はい。頑張ってください。はい。ありがとうございます。それでははい、どうぞ。新田さんから。はい。はい。レジェンド新田さんどうぞ。皆さんこんにちは。パラクロスカントリースキーをやっています新田義弘と言います。戦績というかレジェンドと言われているので年齢をあまり言いたくないんですけれども、45になりました。で今、先日ですねミラノコルティナが、残り220日ちょっとあるんですけれども、一応代表を内定いただいたので、一応8大会連続でパラリンピックを
出場することになると思います。で戦績ありがとうございます。で、戦績というかとしては、長野の1998年の長野パラリンピックから出場して2大会に1回メダルを取っているので、前回の北京に関してはメダルが取れずだったので、次は取れるだろうというふうに僕自身は勝手に思っているんですけれども、メダルとしてはパラリンピックのメダルとしては金メダル3つと、あと銀メダルと銅メダルを1つずつ取っています。で私は3歳の時に実家岡山県なんですけれども、農家でコンバインを運転している祖父と祖母が運転しているコンバインで左手を切断して、でその後このスキーと出会って長野のパラリンピックがあるよっていうことがなんかきっかけで、今出ていて、本当はもう少し短いタイミングで選手を辞める予定だったんですけれども、辞めるに辞められないと言ったらおかしいですけれども、やっぱりこのクロスカントリースキースポーツの魅力っていうのをすごく感じていますし、それをやっぱり僕は次の世代に伝えることが僕のもう一つの役割なのかなというふうに思って今活動を行っています。はい、以上です。はい、公益社団法人ネクストビジョンの和田光一です。私は現在66歳全盲です。中学2年の時に進行性の網膜の病気ということが分かり、それを聞いた両親が相談をし、盲学校へ進んで高校から行った方がいいよということで、私は自分の思いとは全く裏腹に盲学校に高校から入りました。そしてその時見え方は視力はあったんですけど、視野が狭い、見える幅が狭い、夜見えにくい、この2つがもう症状としてはありました。そして、1.0 あった視力が徐々に見えにくくなり、30歳で文字がもう読めなくなってしまいました。そして35歳で信号の色が判断できない、これは、一人で移動するのにまた大きな困難です。信号がわからないというのは、信号がなければ交差点自由に渡れるんですけど、信号があるかばっかりに制限されちゃうんですね。その後66歳で光がいつの間にか消えましたというか、ついてるかどうかがわからなくなったという見え方です。それで、現在私がいるのは神戸アイセンターという、スライド映ってるんかな。私が今着ている T シャツ、紺の T シャツですけど、ここにキャラクター吉武慎介さんがこれ実は作ってくれた神戸アイセンターという、目の病院ですね。これは世界で初めて iPS 細胞を使った網膜再生を行っている病院なんですけど、この病院にはですね、病院だけでなくその目の治療をする最先端の研究開発ということで、3つのキャラクターの次のスライドをお願いします。3つのですね、大きな、機関が入ってます。和田さん、すみません、機械のトラブルでスライド映ってない。それ映ってないの？大丈夫です。言葉だけで大丈夫私伝わりますので。が見えないことと皆さんも見えないね、同じだというのも別に障害というのはそういうことなんですよね。私の頭の中は見えているんですけど、別にこれは私は別に困ってないんです。皆さんに私の思いが伝われば結構です。そして、この3つ、病院、そして、私がいるネクストビジョンという公益社団法人、今株式会社ビジョンケアという高橋先生が作って、なんと早く実装して目の治療を世界に届けたいという思い、強い思い、この思いというのはみんな同じなんですよね。思い、軽い思いじゃないですよ。思いというのは心から湧き立つエネルギーなんです。これが今日皆さんに伝えたいことです。いっぱい伝えたいことあるんですけど、自己紹介なんで私は普通だと思ってた私がいかに普通ではないということを自覚したということをいろんなところでまたお話したいと思います。まずは自己紹介以上です。よろしくお願いします。
じめまして、斉藤凛香と申します。私は、この3月に大学を卒業して、今、外資系の企業で働いています。私は生まれつき両耳とも全く聞こえない感音性難聴という障害で、1歳半、当時の日本最年少で、左耳に人工内耳という機械、音を電気信号に変えて脳に伝えてくれるという機械をつけて、今は割と不自由なく聞いたり喋ったりすることができるようになりました。ただやはり小さい時から障害を理由に差別だったり偏見を受けることがあって、そういった社会からその声が届きづらい人たちの声を代弁するようなことを将来的にしていきたいなと思って、高校時代はずっと弁論競技だったり、あとは海外の高校に留学をしていたり、いろいろな経験を積みながら今も外資系の会社で英語を使って働いています。今日はよろしくお願いいたします。はい、私は日立の医薬情報ソリューションズ総務部の信田、光信と申します。私はデフリンピック今ごめんなさい知名度として低いので、それを今回を貸して広げていきたいなと思っております。デフリンピックっていうのはこのように手話表現をいたします。今日は今回11月15日から26日の間、東京でデフリンピックが開催されますので、ぜひ皆さん応援に来ていただけたら嬉しいと思います。また私たちデフリンピックの私も6回出場してまして、でもメダルが一つも取れていない状態なんですね。若い人たちにもう任せてメダルを取れるように期待をしております。以上です。よろしくお願いいたします。お話してよろしいんですか？はい、わかりました。じゃあスライドでつないでもらっていますでしょうか？はい、はい、このようにデフのオリンピックを合わせましてデフリンピックと申します。これはですね、聴覚障害者のための国際的なスポーツ大会になります。開催しましたは1924年フランスのパリで初めて開催されました。今回は東京では初めての開催です。で、合わせまして100周年記念夏季デフリンピックになります。国際ろう者スポーツ委員会の運営で4年ごとに夏季と冬季に開催されます。競技科目といたしましては21競技がございます。競技の内容はこのように、本当はね一つ一つね手話でね表現させてもらいたいんですけれども、時間の都合上省かせていただきます。特徴といたしまして、デフリンピックの参加する条件の聴力っていうのがあります。55デシベル以上の損失がありましたらあります。55デシベルと言いました。ここの表にあります赤のラインございますよね。これが55以上ということです。上の段が55デシベル以上です。ごめんなさい、下の段ですね。パラリンピックと同じような形でグループ分けっていうのはございませんで、次に選手って言いましたら補聴器、人工内耳と必ず外してやるということなんですね。でも忘れてつけたままにすると参加できないっていうルールがございます。これは音声に頼るのではなく視覚的な情報を保障されておりまして、例えばですね、大きな特徴がありまして、例えば陸上の場合ですとスタートのところにランプがありまして、車と、赤と黄色とか青みたいな信号と同じように、赤の場合まで待機待てということですよね。黄色の場合は用意で、青になるとスタート
ということになって合図が示されます。次に2つ目ですが、水泳のなんですけど、そのランプのやり方も同じ、陸上と同じやり方でスタートランプがあります。続きまして3番目、サッカーなんですけれども、ホイッスルっていうのが聞こえませんので、代わりに旗を使います。旗を振ります。それを見ていろいろ止めたり、競技を止めたりします。4番目にですね、空手の場合ですね、ランプがあります。ランプと言いましたら、フラッシュランプなんですね。フラッシュが焚かれる感じなんですね。それで初めて試合を始めます。色にもバレエであったりとかバスケットとかいろんなところで視覚的な情報で示されることがあります。続きまして、東京の2025年のデフリンピックなんですけど、3つあります。ろうあ者の社会参加と自立の推進促進ですね。誰でもが取り残されない、聴覚障害者の理解促進と情報へのアクセス、バリアフリー化を目指す。2つ目としてまして、手話の文化の普及、理解をつながる。続きまして3番目としてまして、大会を通じて共生社会の推進や情報、コミュニケーション、バリアフリーへの飛躍を期待しています。3つございます。意義ですね。続きまして、東京デフリンピックまでは残り111日です。ちょうど語呂がいいですよね。ぜひ皆さんも一緒に東京デフリンピックを盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。デフリンピックとの出会いはどこなんですか？もともとあれですか、耳はもともと聞こえない？生まれつきろうあ者です。デフリンピックと出会いましたのはですね、学校の先輩がデフリンピックに参加されていたんですね。それを見まして、そのきっかけに私も憧れました。私もデフリンピックに参加したいということで、きっかけがそれです。デフリンピックもパラリンピックみたいに有名になってほしいですね。はい、そうなんです。やはりデフリンピックはまだまだ知名度が低いですので、パラリンピックの方がやっぱり高いですよね。同じように知名度を上げていきたいなと思って頑張りたいと思います。ありがとうございます。それではちょっと、せっかくなので、岸澤さん、もう早速今日のテーマですね、環境の話ちょっとしていきたいなと思ってWe are all minoritiesなので、怪我されたっていうふうにプロフィール書いておりましたけど、はい、すいません、もうそのまま聞きますね。怪我した時にスポーツやめる判断もあったと思うんですよ。はい、事故というような形で書いてたので、それはやめずにそのままそのスポーツを続けるそのきっかけというか環境っていうのは何かあるんですか？明確なものとかあるんですかね？そうですね、ずっとスポーツをやってきたっていうのもありますし、小さい頃から。あと僕自身が体育教師目指してたり、こうスポーツに関わる機会が多かったのと、あとその怪我した瞬間に急に動けなくなって、足が動かなくなって不自由が出た瞬間にどういう生活になるかが想像できず、スポーツがあるならスポーツでいいんちゃうっていう感じで、もう突き進んだ感じというかその道をなんか逆にこう日常生活でこう不自由を感じる中でこういろいろ乗り越えるのもそうですけど、そういう部分よりスポーツでこうもっと活躍できる未来を僕は進みたかったっていうのが一番でかいですね。はい、でもね、ずっとスポーツされてきてるということは、スポーツしてない人たちよりも体がすごく自由に動いてたってことじゃないですか。はい、その完全にこう自由に他の人よりも動いてた体が動かなくなった時っていうのは、その振れ幅で言ったらかなりこうマイナスというか、はい、もともと運動が苦手な人が動けないのと ものすごい走るのが速かった人が動けないのとは全然違うじゃないですか。はい、そこ今のやつを代表選手になるぐらいの環境になってますけど、その時のなんかないんですか？なんか言葉があったとか、なんか
きっかけみたいなのがあったとか、特にそんなんはないんですかね。ネジが外れてたんやと思うんですけど普通に、はい、考え方がちょっとこう、はい、陸上競技やってたんで、それこそ足が動かなくなって商売道具がなくなったみたいな感じですよね。もう自分が今までやり続けてたものが急にゼロになったっていう形だから、もう残すものがないというか、なんかこれにかけてきたのに何もなくなってしまったっていう喪失感はあったんですけど、でも陸上できるなと思ったんで、はい、別の形ですぐやりました。いや、特に理由なしということですね。特に理由なしです。それ僕まとめるとそれすごい大事なことやと思ってて、はい多分世の中の人ってなんか大きなきっかけがあると思ってたりとか、なんかそういうターニングポイントみたいなのがあるって絶対みんな思ってるんですけど、はい実はそうじゃないっていう人もいっぱいいてるんですよ。だから怪我したって落ち込んでいったけど、でもこうなんとなくもうそのまま続けてたみたいな感じっていうのは、僕はそれってすごいいいなと思ってて、その今までの環境が続いてて障害を超えていく、別に続けるしみたいなことやったと思うので、それでね、そのまま代表でガンガンいってほしいなと思っておりますので、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。それでは次新田拍手がほら、理由なくても拍手きますから、それがいいです。よかったね。出た、先輩後輩。はい、では全然違います。いやいやはい新田さんちょっと。はい、僕はそうですね、3歳の時にコンバインで怪我をして、で、4歳の時に、アルペンスキーを始めたんですけど、やっぱりこう両親としてはやっぱ障害があってもなくてもこう同じようにこういろんなことにこう楽しんでほしいというか、こう障害が理由としてこれはできないこれはできるっていう判断をしてほしくないっていう思いがあって、でそれで多分体を動かすのが好きだから、じゃあアルペンやらせよう、でそしたらだんだんこういろんなことが本当に小学校1年生の時にできなくて、で毎日こう1日1個できないことがあったので泣くんですよ、僕は。だから小学校1年生の時の、あだ名が泣き虫よっちゃんって言われてたんですけどはい、ただやっぱりそこの中でこう家族がどうやったらできるだろうっていうふうに考えてくれて、で実際にいろいろ工夫しながらやって、やっぱりできないことからできる喜びっていうのを知ったから、なんかこう今の自分よりも明日の自分の方が強くなりたいなっていう思いに多分なっているのは、やっぱその子供時代のこう、できた喜びっていうのがあるのかなっていうふうに思うので、だからなんか障害があってもなくてもっていうよりも、なんか同じものを楽しむっていうことがすごく大切なのかなっていうふうに僕は思って、はい、います。でもよっちゃん、ごめんなさいね、よっちゃんはいよっちゃん僕年一緒なんですよ。そうなんですか。そうなんです、45歳で一緒やったんですけど、年齢言っちゃダメですよ。すいません、すいません、新田さんはい、やっぱよっちゃんは7回出てるでしょ、はい、パラリンピックに、何歳の時に最初出たんですか？だって45でっていうことは17歳です。高校生の時、高校2年生の時に、はい、代表に選ばれて、はい、でその時、長野の時っていうのがこうまだ厚生労働省厚生省ですかね、その当時で、そこからやっぱりこう、7大会も出てればこう厚生省でやっぱ障害者スポーツっていう言葉が最初あって、で障害を持っててもスポーツやったらいいですよねっていうのが多分最初きっかけだったんですけども、そこから2010年前後でこう文部科学省の方に移管するかしないかで、オリンピック・パラリンピック一緒になりますよとかっていう時代の変遷を経て、で今はもうスポーツ庁で一緒にこうオリパラ関係なく活動できてるっていうのを実際体現できてるのはすごい長くやっててレジェンドって呼ばれてよかったなってはい、思います。すごいな、長野からですもんね。見てましたよ、テレビで。はい、僕も原田っていうのを見てました。はい。船木だ、船木です。はい。そうです、船木です。船木です。すみません、間違えました。すごいな。で次8回目。はい。でも本当にあれですね、なんか後にその育っていく人たちの
そのチャレンジするか、やっぱりねまだまだねチャレンジするという環境を整わない人いっぱいいてると思うんですよ。例えば先天性の障害とか中途障害もあると思うんですけど、特に中途障害の方はさっき木地沢さんは別に普通にスポーツ続けましたけど、やっぱり諦める方とかやっぱりこうネガティブに落ちてしまう人とかいてると思うんですけど、そういう人たちにちょっとちゃうよとかっていうところをなんかお伝えしていっていただいて、人口ね、スポーツを通して障害を超えていけるみたいなところがあればいいなと思うんですけどね。そうですね、今僕はこのスキーの方で強化って言われてる一番トップのカテゴリーにいるんですけども、で、僕もやっぱり違う役割も果たさないといけないなと思っていて、で今ちょうどスポーツ庁が所管しているJ スタープロジェクトっていう障害を持ってても今までやってないスポーツにチャレンジしたりとか能力がある選手を発掘する事業があるんですけども、そこで僕は今育成の方で、東京でチームを作って、で、月1回から2回練習をやるんですけども、でやっぱその中でやっぱりもともと障害を持ってなかったけども事故でとかって言った時にやっぱり家族自体もなんですかね、ネガティブな方向に向いてしまうんですよね。でもスポーツだったりとか今までできなかったことができるようになったりとか、いろんな人と話すればちょっとプラスなポジティブな気持ちになってやれるっていうのはスポーツの良さだったりとか、だから本当に僕がすごく大切にしているのがインポッシブルが愛のドットがちょっと移ればアインポッシブルっていう言葉、自分ならできるっていう言葉に変わるように、やっぱ自分自身が考え方とか環境が変わればすごくできることが増えるのかなっていうふうに思うので、それを今回こういった機会をいただいたのでちょっとでも考え方とか思いが変わってくれたらいいかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、いやでも本当そうです。障害あるなしね、こともそうですけど、今ねお話聞いてたらあんまり関係ないというか、障害があるとかないとか関係なく、それってみんなに言えるようなことなのかなとも思ったりするので、いやすごいです。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。それでは隣の和田さん。はいはい。和田さんは実は僕ね、長く和田さんとの生きてます。ちょっと年が。ちょっと待って、和田さん。はい僕喋ってるからちょっと待って。はい、すみません。和田さんとは僕お付き合いが長くてですね。長いんですよ。はい。で、はい和田さんね、教育者。クラゲ館でね。はい、クラゲ館教員で、で一緒にはい。はい。長いことやってますね。リンカさんともそうそうそう3年4年やってますもんね、一緒に。ずっとねやってます。和田さん、はい教育者としてね長く先生されてますから、そのあたりもちょっと含めてね、いろんな。教育者というか、自分がなんで盲学校の教員になったか、盲学校の教員を35年間してたんですが、それは自分が目が見えなくなったからなんですよね。で、中学2年の時に目が見えなくなりますよって将来失明する病気ですよって言われて、私はその時はまだ知りませんでしたけど、それがきっかけで、先ほども言いましたが、高校から盲学校入ったと。で盲学校も入学試験があって、面接があった時に、将来何になりますかと聞かれるんですよ。その時に答えたのが、目が見えない人のことで何か役に立つ仕事に就きたいですっていうことを、その中学校3年生の時というか、高校入学の時に盲学校に行って、で教員がいいかなというので教員の方に進んだと。ただ私は教員は全く向いてないと、なりたくもないと思ってたんですけど、だけど自分の置かれているところは一番は目が見えないっていうことが何だろうと思って、で自信がなくなるんですよ。私は途中でもともと見えてたんで普通だと思ってたんですけど、先ほどもありましたけども自分が普通だと思ってたんですけども、実は視野が狭かったんです。で今スポーツのことが出てるので、私は基本的には運動好きだったというか、もともと小学校の時も好きだったんですよね。それでただ視野が狭いから球技ボール運動が人に比べてやっぱり非常に苦手なんですよ。それでとってもやっぱり辛い思いするわけですね、できないから。それは運動能力が低いように見られるわけです。で私もその視野が狭いことは知らないから、皆さんと同じだと思ってて、
でも運動できない、野球ができない、みんな野球やってるのに、そこがねやっぱりちょっとそこ結局ねそこからやっぱり逃げたくなるんですよね。そういう苦手なところはもうなんかちょっとやっぱりやりたくないし、だからできることでやった。小学校3年生の時にアイススケートに連れて行ってもらったんですよ、小学校3年生で。それがねもう面白くて、もうこれがね自分の自信、できるぞ、アイススケート滑れるぞって言って、で小学校3年から4年、これ私愛媛県だからそんなにねそのアイススケートの本場じゃ全然ないところで、ね、四国ですから。でもリンクがあったので、アイススケートリンク、遊びのような形で皆さんそこで滑ってたのが、これがね私にとっての自信です。私はこれができる、自慢もしてね、滑るよ、ね、アイススケートもう全力疾走で走っても全然大丈夫よ、ガカガカって走るよとかね、そういうこと。長野のオリンピックのね時の走りのショートのスピード、あんなような感じでねもう走ってたんですよ、小学校の時に。大丈夫、バックもできるし、全然転ばんなから、全然どう押しても転びませんよって思いっきり走れたんです。でそれが自信になってたんですけど、球技はダメ、じゃあ逃げようって言って球技しませんよって逃げてて、そんな状態があって、で教員に先ほど言いましたようになりましたけど、結局見えないことも見えても何でもいいんだけど、自信持てるものを一つ持ったら子どもたち伸びるんですよね。子どもたちって私ももう子どもでしたから、その時は。でそこをきっかけに盲学校の中で自信を持つ、例えばスポーツ全国障害者スポーツ大会ってありますよね。そこに出る、私も盲学校の生徒の時出ましたけど、それがね自信になるんですよね。またそこからそれぞれのできることが増えていくし、今言ったように親も親も子供がねなんとかしようと思うけど、子供がだんだんと自信持っていくと、みんなが笑顔になって頑張れるなっていうのを経験して、そういうことが、教育の本質というかあれですけど、みんな同じだと思うんですよね。何か自分のやりたいことがあって生きるという一つの自分の目標、生きていくこと、それもの自体を自分の中でどういうことをやっていけば工夫すればできるのかということをそれぞれが感じながら、いろんな方と関わりを持ちながらそれで進んでいくと、歩んでいけると、そんなことができていくなっていうのを一緒に学びながら、生徒、私教員ではあるけど結局同じだと思うんで、みんなが学びながら歩んできたと思います。以上です。ちなみに岩田さん、今の趣味は？アイススケートはい、今年はもうすでにですね、3月は千葉で滑りました。5月は地元の愛媛、もうリンクが終わりますけど、愛媛の伊予鉄スポーツリンクで滑りました。つい7月はなんと神戸にですね、坂本花織選手がお願いをしてできたという新しいですね、シスメックス神戸アイスキャンパス、ここで滑りました。7月12日オープンの日に。こんなことで喜んでおります。いやいや、まさか小学校3年生の時のその自信の話につながると思いませんでした。さっき控え室で最近アイススケートに凝ってるんですよって言ってて、今日その話になるんやってね、皆さんそこにつながるんやって全員思ってますよ今。なるほど、そこから始まってました話が。すいません、ありがとうございます。では凛花さん、さっきちょっと結構短い自己紹介でしたけど、なかなかなハードなキーワードが入ってまして、障害があるということですごくいろいろなんていうんですかね、差別的なところがあったっていうことを、キーワードで入ってたと思うんですけど、それについてちょっと、お話ししてほしいのと、さっきと一緒ですね、それをどうプラスにというか、でも僕いつも思うんですけど、そうやってさっきも怪我したらネガティブに入っていく、何か言われたら落ち込んでいく、いじめられたら嫌とかってあるじゃないですか。それがそのままじゃなくて、やっぱり社会に出ていくとか、スポーツを続けるとか、学校にやっぱり戻るとか、友達付き合いがつながるとかって、何かしらの何かがあると思うんですよ。だからそういうのとかをちょっとお話ししていただけたらいいなと思うので、お願いします。ありがとうございます。私は、1歳半の時に左耳に手術をして、人工内耳という小さな機械を耳に埋め込んで、割と日常生活をうまく聞いたり話したりすることができるようになりました。で、幼稚園からも一般の学校に通って、聞こえる子どもたちと同じように教育を受けてきました。
例えばやっぱり学校の先生とかからは今までにその障害を持った人が学級委員になったのを見たことがないから学級委員になったらダメだったり、なんか障害を持った人が海外留学に行ったのを見たことがないから海外留学に行ってはダメだったり、割となんでしょう、身近な大人から障害を理由にやりたいこと、自分がこれから進んでいきたいと思う道を制限されてしまうことが多かったというのが私の一番のなんでしょう、差別偏見にあった経験でして、ただ高校の時に文部科学省の奨学金を使ってアメリカの高校に留学をして、そのまま現地の高校を卒業したのですが、その時に割となんかアメリカの高校の先生が、あなたは障害を持ってるってプロフィールに書いてあったけど、逆に私たちが何をしたらあなたはすごく快適な楽しい高校生活を送れますかっていうふうに先生から聞いてくれたのが私の一番の驚きで、やっぱりなんでしょう、それこそさっき皆さん割と自信を持つことが障害を乗り越えていくきっかけになったっていうお話がありましたけど、私は逆になんでしょう、一つの個性として障害を捉えてもらった、それも身近な大人から障害を一つの個性として捉えてもらったというのが一番大きな経験でした。それこそアメリカの高校で同じ教室にいろんな宗教を持った学生がいて、その生徒たちはもうみんな自分の宗教の礼拝の時間になったらもう授業中でもうすぐ隣のテーブルで礼拝を始めるだったり、お手洗いも本当に当時はまだ珍しかったレインボートイレとかもアメリカの高校にはあって、もう全ての個性を全ての何でしょう、いわゆるハンディキャップと言われがちなものを個性として捉えて、もうそれをみんなでその前向きに捉えていこうという社会が実際に作られていたのを目の当たりにして、私自身も何でしょう、前を向いていけるようになりました。リンカさん左耳にね、はい、1歳半と入れたじゃないですか、人工内耳ね、でもリンカさん聞こえてるじゃないですか、はい、自分が障害があるっていうふうにやっぱりずっと感じてたんですか？感じてましたね。感じてた、はい、どこで感じるんですか？だって聞こえてるでしょ。逆に見た目からだと分かりづらいので、なんでしょう、一般的に普段の日常生活ではあまり感じないんですけど、やっぱり学校とか一つのコミュニティに入るとどうしても感じてしまう場面は多かったです。周りの人もやっぱりそれは認識してるというか感じてるんですかね。リンカさんに障害があるって周りも感じてるし、リンカさんも感じてるしっていうこと。そうですね、割と友人はそんなことなかったんですけど、やっぱり学校の先生だったりそれこそ病院の先生だったりとかは結構感じましたね。今ね、学校卒業したじゃないですか、はい、お仕事行かれてて、それって今もそうなんですか？今は職場の人たちに自分が障害を持っていることを言っていなくて。そうでしょ、はい、ということは周りの人知らんってことでしょ。はいいやそうですよね、だって、はい、言われるのは分かりませんもんね。はい、でね、ということはリンカさんもそれは感じてないっていうこと？感じてないですね。すごいなそれ。ははは言ってますけど、すごいことですけどね。それは何でそう変わったんでしょうね。子供の時は障害があるって感じてたし、周りもそう思ってたけど、はい、今社会人になるとそれがなくなったって、障害ってなくなってるじゃないですか、はい、みんな世の中の人って障害ってなくならないと思ってるし、障害者は一生障害者やと思ってると思うんですけど、はい、リンカさんの場合は学生の時は障害がある人、はい、今社会人になったら障害がない人になったじゃないですか。確かに何なんでしょうね。いや、何やと思います？でも今外資系の企業を選んだ理由の一つとして、やっぱり一つの職場にいろんな国の人だったりいろんな宗教を持つ人たちが一つの職場で同じ会社が目指す方向性に向かって仕事をしているというのがあって、やっぱりなんでしょう、皆さんいろいろ個性はありますけど、でもその個性を理由に何かをするっていうのは会社を進めていく上で多分あまり関係ないので、そういう話にもならないですね。あって当たり前だよねっていう感じです。ありがとうございます。はい、リンカさんの言葉なんか短いけどなんか深いですよね。ね、深いですよね。ちょっとなんかグッとくるものがあるから。へえ、すごいなそれ。へえ、いやどう思います？僕もそうです。家の近く
ではやっぱり耳の聞こえる人がたくさんいらっしゃるんですけれども、遊ぶというか関わることが少ないですよね。凛花さんと同じようにやっぱりいじめられることもありましたし、耳が聞こえないということでいじめられるっていうこともたくさんあって苦しいこともありました。それを思い出すこともあります。でも今はやっぱり大したことない。今ね、凛花さんおっしゃったみたいに、なんか昔は大したことあったけど今は大したことないなって、そんな障害があるとかないとか。今はまあ当たり前の社会になりましたので、そういうふうに感じております。和田さん、この中で一番いわゆる世間から言ったら障害者歴が長いじゃないですか。はい、和田さんどうですか、その歴史の中で。本当ね、随分変わりました。もう今から40年ぐらい前、街を歩いてても目が見えない人がいて、それこそひどい話はめくらかみたいな形で罵倒されることもありましたし、そういうことは心の中で思っても言わない方もいらっしゃると思うんだけど、理解をするしないと。今日もですね、万博こう来る間に駅で立って待って杖ついて立って待ってるだけでもですね、3人の方が私に近づいて声をかけてください。何かお困りですか、何かお手伝いしましょう、ありがとうございましたって、もうそれだけでもとってもハッピーな気持ちになれるんですよね。だからこれが信号を待ってる時に小学校の子どもさんがね、私の横にいて、私が動かないから青になっても横で青になりましたって教えてくれた時に、とってももう喜んで、多分その時の私の笑顔はその小学生の子どもを見てね、そうこうやって言えば喜んで役に立つんだということをね思って、それが社会全体がなんとなく何か困ってるっていうのは別に目が見えないっていうんじゃなくて、困ってるっていうのは共通ですから、ちょっとその時に困ってることが分かれば声をかけ合えるような社会になるとね、それはお互いがハッピーな笑顔が広がるなっていうのを本当感じますね。今日も本当に嬉しいなと思って、ありがたいなと思って得ですよ。私なんか本当にラッキー、そういうチャンスをいっぱい持てるんですよ。街中歩くだけでコミュニケーションを取れる方からということを思ってます。ありがとうございます。岸澤さんどうですか。なんか障害って大したことないなっていうことに今話がなっていってますけど、どんな感覚なんですか。僕もそんなに自分に障害があるとは捉えてないです。何も考えてないっていうのもそうですけど、マイナスな部分を作るのも自分だったり、人に言われることもそうですけど、そうじゃないですか。だからなんか都合よく生きるというか、自分にとってプラスの部分をどんどん考えていく。自分はスポーツしてて、そこまで成績は良くなかったけれども、また新しいスポーツに出会って今こうやって日本代表になれたら、それはもうプラスじゃないですか。やったり座って移動できるなとか楽やなとかそういうなんか小さいことでもポジティブに考えるっていうところさえ持ってれば、自分さえハッピーに生きてれば、多分周りもなんかそういうムードになっていくというか、友達もなんか僕が障害があるって思ってないんですよね。なんかそういえばそうやねみたいな感じなんですよ。だから自分のその考え方さえあれば、そういう周りの流れになりますし、マイナスの部分を考えてしまうのも自分なんで、もう一層ポジティブに生きてしまうっていう感じ、都合いいように生きていくっていう、そういう捉え方をしてますね。わかりました、ありがとうございます。それにつながることで、ちょっと新田選手に最後に僕ちょっとこれかなり難しい質問になると思うんですけど、それやめてもらっていいですか。それよろしいですか。大丈夫ですよ。例えば今ここに前に皆さん座られてるじゃないですか。でこれね、やっぱり見てる側の人っていらっしゃると思うんですね。ここで見られてる方、配信を見られてる方で、その方が障害があるということで苦しんだりとか悲しんだりとか気持ちが落ちたりとかして、あなたたちはいろんなことをしてるからそこに座ってるんですよね。私たちはそれがないからっていうふうに思ってる人が僕ねいてると思うんです、かなり、そういう人たちに言葉をかけるなら、なんてかけます？僕は前例がないことをいっぱいやってきたので、だからさっき凛花さんが前例がないからこれやっちゃダメよって言われたのがやっぱり日本の教育システムなのかなって思うんですよね。でも前例がないことを前例作ったらすごいヒーローになれるよって思
たら幸せな方向にしか生きられないというか、で当然人間ってこうできる想像よりもできないってマイナスのことを想像する方がこう自分を守りたいのでやれるかもしれないですけど、でもそのなんか一歩踏み出すこう努力だったりとか、僕その高校生の時にその長野のパラリンピックに出て、僕初めてこう車椅子の方と一緒にこう生活をして、で、車椅子の、岸田君はどうかは分からないですけど、僕がこう初めて会った方はこう食べる感覚だったりとか、こう排便の感覚がない方だったので、大変ですよねって。だから僕なんか夜寝ててもこう排便のためになんですか起きてベルトを締めてトイレをしてる姿を知ってたので、大変ですよねって言ったら、いや大変だけどでも車椅子に乗ってたら自然と目立つでしょって、それは誰にも得られないこうなんですかこう特徴だから、それをなんか誰も知らないかもしれない、名前覚えてくれないかもしれないけど、車椅子に乗ってることによってこう前回会いましたよねっていうことが覚えてもらえるきっかけになるっていうのは、障害があるから逆にプラスじゃないっていう言われたのがすごくこう印象的で、そういうふうになんですか自分がこうどういうふうに捉えるかっていうことによって自分がマイナスだって思えばマイナスなのかもしれないけど、でもこれなんか楽しくやれるかもしれないっていうふうに考えた方がみんながハッピーになれるんじゃないかなっていうふうに思うので、だからそれをこうそういうマインドの人たちがいれば多分そういう人たちも当然集まってくると思うので、その一歩踏み出す勇気ってすごく怖いかもしれないですけど、でも踏み出した時に広がっていく世界、虹色に広がっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。ありがとうございます。そうですね。いやでも本当にもうネガティブになるのかポジティブになるのかっていうのはその人の考え方次第ですし、ね、さっき凛花さんが別に大したことないんじゃないですかっていう言葉に集約されると言いますか、ね、でもそうです。そこに出会っていけるね、さっきも最初に僕言ったように環境というか、人との出会いであるとか、自分がどこにね置くのか、自分のその気持ちをどこに置くのか、どういう環境に身を置くのかっていうのは全然変わってくるかもしれないですね。だから本当に自分が障害を持ったって思わない方がいいと思うんですよ。だからなんかこの前大学の同級生に「いや実はさ」みたいな20年前の話なんだけどって言ってカゴいっぱいになんかバーベキューするからって言って買った時に両方持ってって言われた時に新田左手なかったわって言われて、でその時にどういう言葉がけをした方が良かったって20年ぶりに聞かれて、いや別に言われたらそれはモテるだったらモテるっていうし、モテないからじゃあそれは無理だっていうなんか別にそんなところに気を使わない方がいいんじゃないって、だからそういうふうに思ってること自体も障害云々って考えてることだから、じゃなくてできることはできるしできないことはできないっていう、こっちもちゃんと言えるよっていう社会の方がなんか健全な気がしますけどね。そうですね、総合的にねそれはでもその方20年間気にしてたんでしょうね。気にしてたみたいですね。新田に言ってしもたって、うわこれ両手で持って新田って思ったんでしょうねらしいです、その話を今頃ぶり返すなよって僕は思いましたけどでも、そういう世の中からどんどん変わってきたというふうにね感じますので、そうですね。今日のテーマはですねもう時間来ましたので、We are all minority ですから、本当今日ちょっと凛花さんの言葉で取りまとまるかもしれませんけど、そんなことどうでもいいよっていうそんな障害があるとかないとか、そんなことよりもいろんな問題いろんなことあるじゃないって、その中で障害があるとかないとかってそんな大したことじゃないよねっていうところで話が落ち着くなと思ってますけど、和田さんちょっとご意見番ですけどそれでよろしいですかねもうベスト素晴らしいですこれ本当にそう思います。みんな何にも同じなんですよ。さっき今言われた話もね、もう困ってるのはね、障害あるとかないとかじゃなくて、その言葉を発したその方は困ってたわけですよね。昔20年前にその方は困ってたわけで、結局は同じね。何が困るかということを一緒に困る時は一緒に困ればいいし、で笑う時も笑えばいいし、そんなことで凛花さんの、まさにその通り、みんな同じように、困るし困らないし笑えるし泣くし、それを一緒にやりましょうみたいなところでね、
ありがとうございます。はい、すみません。ということで今日の第1部ですね。これ第1部はこれで終わりになりますので、ね、また一緒に皆さんで考えていくということが大事で、そんな一つのことにぐっとこう心持っていかれるんじゃなくて、みんなで楽しく考えていきましょうということでよろしいでしょうか、皆さん。はい、ということで第1部はこれで終わります。ありがとうございました。ご登壇いただきました皆様ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いいたします。それでは続きまして世界の教育は今のセッションに移らせていただきます。こちらのセッションは英語でのセッションとなります。また日本語への通訳はQR コードが表示されている、もしくは受付で皆様 QR コード読み取られた方もいらっしゃると思いますが、こちらの QR コードを読み取っていただけますと日本語でもお楽しみいただけますので、今のうちにお手持ちのスマートフォンでこちらの QR コードの読み取りをお願いいたします。それではご登壇いただきますのはガーナ共和国ガーナ教育サービスケープコースト大学教授アーネスト・コフィ・ディビスさん、マサチューセッツ工科大学メディアラボ教授でアーティストのザック・リバーマンさん、神戸大学人間発達環境学研究科助教のエルキ・ティーラッシラさん、よろしくお願いいたします。そしてモデレーターは中島プロデューサーにお務めいただきます。それでは中島さんよろしくお願い申し上げます。はい、Thank you so much. So from here, I would like to start the presentation in English. But first, thank you so much for the very wonderful and very interesting session for the first session about diversity. So, yeah, as they said, so we are all minorities, so we all have some kind of sometimes weakness or strengths, and those kind of characters are very unique, and I think that's a very valuable thing altogether. So here we have a very great panelists from New York, Ghana, and Finland, actually. So in this session, we would like to talk about the education, kind of education in the world right now, to see the possibilities of creative learning, project-based learning, many type of learning like a STEM education. We actually, 2 days ago, we had in Ghana, there was a very great session about STEM education in Ghana here in the Theme Week studio. So we like to, and we have many Ghana people here. Thank you so much. Yes. So I would like to start this session, but before that, I just would like to show you a little bit of, can you show my screen? So today, I would like to have a mutual communication with the audience. So if you have any ideas or questions, please send to this site. So could you please scan this right now? So this is called Mentimeter. This is a real-time survey. So after this, I would put one question, like any question or ideas. 日本語でも英語でも in Japanese or in English, you can write anything. And please, if you have anybody specific whom you like to ask, please write their names. So, yes, so, and please keep it open. Is it okay? Okay, I think now it's okay. I see. And first, I also would love to speak a little bit about
STEAM education. As for me, I already introduced myself, but just a little bit of additional information about myself. And I studied at ITP in New York. Yes. So you are now based in New York? No? You're in New York, yes. Yes. So I went to ITP where art and technology are getting together. And so like roots of STEAM education. And for example, like if you touch something, something happens, or those kind of weird musical instruments are now at Jellyfish Pavilion as well. But so through technology sometimes, or engineering, or mathematics, or science, you can express yourself very creatively so that maybe you can solve something in the society. And also I know that there was a maker movement that so you can make something, even if you are not a so-called professional engineer in the 20th century. Now the hurdles are really, really getting lower, and anyone can be the engineer or mathematician or artist. So those kind of maker movement are very, I think, very inspiring in the world. And in Japan, we have STEAM education right now in the Ministry of Education or Ministry of Economy as well. And we sometimes say that it's the circulation of knowing and creating something. Yes. And of course, it's like a project-based interdisciplinary education over science, technology, engineering, art, and mathematics. But it's more like how to learn, learn like a scientist, or mathematicians, or an artist, or inventors, or entrepreneurs. So in my project as well, we do many kind of like a P5, using P5, and also sometimes using robots. They can make some prototype to solve some social issues. And nowadays, high school students, or even junior high school or elementary school students, are doing this kind of very interesting, creative STEAM learning, and even through mathematics, yes. And we can also kind of combine like a math and design, or STEAM plus times sports, or yes. And also we did some online sessions with Cambodian people, and they didn't know programming at all, coding at all before, but through online workshops, we did very great time. We had a great time, and they started to make a very interesting works altogether. And they are now providing this kind of workshop in Cambodia as well. So yes, and even through nature, times AI, or even music with technology, or even chashitsu tea room, Japanese culture with some kind of technology. So, and I think we need to have more and more playful, creative place, like a STEAM playground here in Japan as well. Yes. So I think there could be a lot we can share together in the world, so that we could have more hints, and maybe from here we can start something together. Yes. So maybe from here, yeah. So maybe from Zach-san. So Zach, as for Zach-san, may I call you Zach? Sure. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, he's my kind of the idol, really. On his Instagram, every day there are lots of creative artworks, and he's also right now a professor at MIT Media Lab. But he launched a poetic computation school, yes, in New York, and he's also kind of studied open frameworks as well, so like open education. Thanks, and I really love you to talk about those kind of playful, creative, education possibilities. Yes, please. So I'm really delighted to be here. Can we share my screen? Yeah. Okay, great. So let's start with a really quick introduction. I used to look like this. I studied fine art, painting, and printmaking, and I had to get a job, and I discovered writing software. So I write software to make art, and I'm a professor at MIT at the Media Lab. I have a group there
called Future Sketches, and we're looking at kind of what is the future for art, design, and technology. Specifically, right in the center of art, design, technology, kind of what's happening. What are tools that artists and designers will be using in the future? One thing that we're really focused on is the body. So what does it mean to understand a human body and connect it to a computational system? Oftentimes we do things like we start with something very familiar, like opening and closing your finger, and use it to explore unfamiliar. So try to connect the body to computation, creating playful interfaces that you can touch, sometimes things that you can perform, like my students made a project which is trying to find what letter of the alphabet your body is closest to. Some letters are easier than others. Connecting the body to gesture, so when you move your hand, you're drawing. This is putting sound in space. So as you make sound, I have sound. I'm not sure if it's playing or not, if we can have audio. Okay. But this is recording audio as you make sound and putting it in the air. This is a project, so I want to show some projects that relate to accessibility. This is a project called the iWriter with a graffiti writer who's paralyzed. He has a disease called ALS, so he's completely paralyzed. And we got to know him, we went out to meet him, we got to know about eye tracking systems, how you can use a computer controlled by your eye movement. And we built an open source eye tracking device. So this is a cheap device, open hardware, open software. And we really studied his style, his love of letter forms, and built a tool for him to draw graffiti using his eye movement. So he wears this device, and when he looks at the screen, it's like clicking the mouse. And from those points, you can make lines, and from those lines, you can make letters. And once we had a system for him to draw graffiti, we then thought, okay, what is the next step? And the next step, once he was drawing, was actually to project the graffiti. So he's in the hospital room drawing graffiti, and then we went out onto the streets and projected it, and then streamed it back into the hospital. So he could make graffiti with his eyes, and then we would project it and bring it back into the hospital room. And we were quite interested in how can we connect the body to drawing, here just using eye movement as a way of drawing graffiti. And he said, this is the first time I've drawn anything since 2003. It feels like taking a breath after being held underwater for 5 minutes. And he continues to make drawings. My favorite part of this project is we were at this house and this family invited us, and their son was watching us, and he built his own version of the iWriter out of toys. And I often think about the power of art to inspire the next generation. So I love this image. This is a project that we did with the New York Times, an article about opioid addiction. So in America, we have a big problem with opioids. And for this article, we interviewed addicts about what their body goes through different stages of opioid addiction. And then we commissioned a dancer to dance those quotes, to interpret the language with her body movement. And then wrote software to understand her movement and try to visualize it and create graphics that really connect to the language of addiction. So as you're reading this article, you're learning about addiction, but you're also seeing it. So these are the different stages. Gateway, when you start to take the drug. Tolerance, when your body builds up a kind of tolerance for the drug. Withdrawal, what you feel like when you stop taking the drug. Addiction, when you have to keep taking the drug in order to maintain a kind of baseline. And then finally, treatment, when you take medicine to deal with the side effects of withdrawal. And then finally, relapse and recovery. And when we were creating these graphics, we tried to be really honest, to try to be really direct with the language of addiction. And this article and these visuals are used in treatment centers. I want to show a few projects really quickly about drawing. We make a lot of playful things. This is a project which takes something familiar, just your phone, and you draw on it, but it uses the accelerometer. So as you rotate your phone, the drawing moves in 3D. So you make a two-dimensional drawing, but as you rotate the phone, the drawing kind of, will move in 3D. So it kind of shows you the familiar to explore the unfamiliar. And I love making tools and seeing the kind of creative things that people make with it, sometimes sort of silly things. But then, for example, this woman in South Korea drew this bird, and I had no idea how she did it. And I love making things and putting them out there in the world and seeing what people make with them.
this was a project with Google where it's connecting drawing and satellite photographs. So when you draw a line, it finds that line in some photograph from around the world. So if you draw a hook, it finds a hook. If you draw a straight line, it finds a straight line. If you draw an angle, it finds an angle. It's connecting drawing and searching. And the second part is taking the dominant line. So as you're drawing, it's connecting highways and coastlines and rivers to create a kind of endless line built out of satellite photographs from around the world. The last project I want to show you is a project with an artist named Christine Sun Kim. Christine Sun Kim is a Korean artist living in Berlin, and she was born deaf, and she makes artwork about sound that's really beautiful, about her understanding of sound, and a lot of artwork about signing and deaf culture and deaf politics. And we're doing a project with her which is about all of the different ways that you can say the word same. So actually the word same, you could say like, it's the same, or you and I are the same. And we are using computer vision to track her hand movement and make these different shapes. So based on the sign, based on all these different variations of the word same, these are all shapes that she's created through signing. So we're trying to document and collect all the different ways that you can say the word the same. And then the second part of this project, so that there are all of these different versions of the word same. And the second part of this project is that she can actually teach you the sign. So you can learn the sign and you can practice it. And then finally you can make a shape along with her so that you can, sorry, I'll fast forward. Sorry. So you can actually practice, learn the shape, and then make a shape and wind up with your shape and her shape. So it's a kind of another variation on the word same, trying to, in a way, connect you with her practice of signing and drawing. And finally, I teach at a place called MIT. At MIT, there's this phrase, demo or die, that you always have to make a demonstration, that we're always making demos, we're always showing people what we're working on. The word demo can very easily be turned into the word poem, so you can rearrange the letters. And when I think about what we're interested in, what I try to teach my students is making poetry, not making demonstrations. If we're making demos, we're really making artwork and service of technology. But if we're making poetry, we're using technology to explain what it means to be human and what it means to be alive. So we like to celebrate poems. Thank you. Thank you so much. Yeah, we would like to celebrate ourselves. Yes, so through poems, so not demo, to poems. And so I really love to ask you many things. So later on, please. Yeah, thank you so much. So next, so actually, Deputy Ministry of Education was planned to attend this session, but he has to go back to Ghana, due to some accident. So right now, Kofi-san, Ernest Kofi Davis, Professor Ernest Kofi Davis, maybe may I call you Kofi-san? Yes, today, yes. So Kofi-san, could you please introduce yourself and the education in Ghana right now? Thank you so much. Can I share my slides as well? Kofi-san. Okay, so I think what is there is slightly different from what I have here. So what can I share mine? I think what is sent is slightly different from So Kofi-san is in charge of education in Ghana, and also his professional is in mathematics. So so I really love to know more about how education, mathematics education in Ghana goes on. Okay, thank you. I think we are there. So my task is to tell you a little about myself
and education in Ghana. So I am Ernest Kofi Davis. As I have already been introduced, I hold a PhD in mathematics education from Monash University in Melbourne, Australia, an MA degree from Hiroshima Daigaku, that is Hiroshima University here in Japan, and a Bachelor of Education in Mathematics Education from University of Cape Coast in Ghana. I'm the current Acting Director General of Ghana Education Service, responsible for strategic leadership, technical and administrative direction for the achievement of the mandate of the service, which include implementation of approved Ministry of Education, for that matter, Government of Ghana policies and programs. I'm also the immediate past provost of the College of Education Studies at the University of Cape Coast and a professor of mathematics education at the University of Cape Coast. My areas of research interest include teaching and learning of mathematics content with an interest in sociocultural issues around mathematics teaching and learning. I'm also into mathematics teacher education at all levels, here primary, secondary, and post-secondary, but of course my interest is in early grade. I have interest in curriculum development and educational research as well. I have been involved in a number of curriculum development project and research in these areas, with my recent work on the role of transformative education for sustainable social and economic development of Africa. I did it with colleagues, as you can see. It was published in July. So that is briefly about me. I'm not here as an expert, so permit me to move to education in Ghana. I cannot tell you about education in Ghana without giving you a brief overview of Ghana. So we are located on west coast of Africa with population of about 35 million. Our official and national language is English. We are lower middle income status country. You can see some pictures of Ghana. In the area of education, I will take you through the structure of our educational system. So we practice a similar system as Japan and US. We have 14 years of pre-tertiary education, comprising 2 years of early childhood education or KG, 6 years primary, 3 years junior high, and 3 years senior high school. So you can see our Ministry of Education in the picture with some high school and then primary school students. For tertiary education, we have 4 years of tertiary education. So that is a bit about Ghana and the educational system we practice. Thank you. Thank you so much. Yeah, I really love to know more about mathematics education in Ghana. And also, I'm pretty sure that you were also focusing on STEM education in Ghana as well. Yes. So maybe, and also maybe you have a great music, dances, so maybe you can put art as well into STEM education. Yeah, so in the area of mathematics education, so I will tell you a bit about the nature and content of our program. So we have science program, arts program, and then STEM and TVET related program. So in the area of science and STEM program, students are expected to take
core mathematics, which is done by everybody, and an elective mathematics, which is an additional mathematics that has some deeper content as compared to the core mathematics, which is done by everybody. And this is the mathematics those who are moving into STEM-related areas take. That is what support science. They take physics, chemistry, and biology in addition to the mathematics. In the area of STEM, we have programs in STEMs, robotics, we have engineering, and so on. So the second part of the presentation, which touches on the status of education globally, which is the second half of my presentation, I have prepared a few slides on that. Perhaps I will go straight to that if I'm expected to do that now. Otherwise, I can wait when you get to them. Maybe, okay, next, later. Thank you so much. Yeah, I would like to hear that as well. Okay, thank you. So next, from Finland. Yes. So yes, we actually met in the conference of gifted education. But yeah, so and as many Japanese people know, Finland is very famous for project-based learning, and I really also would love to know more about that as well. So Professor Erkki Tapio-Lassila-san. Yeah, how can I call you? Lassila-san? You can call me Erkki, because in Finland Erkki. everyone always calls each other Okay. by first name. Okay, Erkki. So Erkki-san, so you are now also here based in Japan, but I really love you to talk about the overall education, but also education in Finland as well. Okay. Yeah, thank you so much, please. Okay, so hello everybody. My name is Erkki T. Lassila. I am an assistant professor at the Graduate School of Human Development and Environment in Kobe University. So it's from my perspective, it's just a bit fancier Faculty of Education. So I, as my main research and teaching subjects, I'm doing teacher education, gifted education, also dabble a bit into STEAM education. So some of the examples that I'm going to use here come from that background. But I've got my basic education in Finland, where I have elementary teacher's license. I also got my PhD in Finland, but most of my professional career I've been here in Japan, so I'm somewhere in between of those two countries, occupying a curious position, intercultural position. So part of my thinking is quite influenced by Japanese education, Japanese way of life, so I'm a kind of a freak in that sense. And I also included a couple of things about myself in the slide. I'm going to go through my background, but I think as an educator, as a teacher, who you are and what kind of background you come from, what you get excited about and what you want to do, that influences how you teach. And excitement is something that transfers to the students as well. So when you're excited about something yourself, it's something that the students also latch on to. So I play quite a bit of games with my own students at the university. So that's something that I try to incorporate my own interest into teaching. I have a few key ideas that I try to incorporate into my own education and also emphasize to my pre-service teachers, students, what they should do when they're teaching in their school. So try to get the students to get in touch with the real, not trying to pick fight with the digital and those kind of environments, but I have a love for all things analog, so trying to get into natural environments, looking to real examples. Like my daughter, last week we grew up butterflies at our home, and the one that just opened the wings flew around the house, and she had an opportunity to draw from the real thing. So I think offering those kind of experiences to students and educators is really important. In Finland, there's quite often a situation where you can actually go into the forest and use that as a learning environment. So that's a big part of the curriculum. It's easier to achieve in some environments than others, but something that I always recommend that the teachers use. Finland is also quite famous recently for doing these kind of makerspace activities, doing things by your hand, building things, putting emphasis into like those kind of activities has been a strong thing in Finland for quite long, but it's starting to show in the
educational environment, you have materials, things visible so students can pick them up with the permission of the teacher, but it's always there like inspiring you and calling you to do something with it. And it's also not just children, but when you take adults into those kind of spaces, they get excited and start doing things. So that's a big part of Finnish education. And when you combine that with the kind of entrepreneurship education that it's quite prominent in Finland, you let students design their things, try out things, make spaces or time to explore those kind of things. And in one school in my hometown in northern Finland, the students actually started designing their own jewelry, and now they're selling them online. So that is part of the activity. So they get involved in all the stages of the process. So the teacher is just facilitating and making sure that everything functions, but not teaching as much. So that's a big part of the Finnish educational ethos, to get all the students to take responsibility of their own teaching. And I guess it connects with the diverse learning, that everyone can utilize their own strengths and try to perhaps minimize their weaknesses and things like that. And also when you put the students into the center, they bring their own lifers into the education, so you get a lot of project learning, a lot of games. I was in a kindergarten a couple of years ago in Finland when the students had devised their own board game around sustainable development goals, so they have really fancy design rules culture and everything there. So they were really invested, and the teacher just needed to make sure that they keep working and provide materials and assistance when they need it, but the students took quite a bit of responsibility for that. And I have a couple of more academic slides. When I think about diversity, you can take a look at like the didactic triangle that is quite famous in educational sciences. You have teachers, learners, and the educational content, and at the what do you call this? At the edges of the triangle, that you can have diversity in teachers, learners, or the content. Ideally, you would want to have quite a flexible but demanding curriculum, so the content would live according to the needs of the learners, and the teacher is the one who has to do the mixing process of connecting the learning content with the students' world. Sometimes the content can come from the students' world themselves, or something that the teacher excited, like I said before. And I think that the teacher has a responsibility to widen the students' horizon. So even if something is not something that the students perhaps want to learn, but something that they need in the future, so teacher also needs to push the students. So it's not just fun and games, but actually something that connects with their futures. And you can also look at the diversity in learning to either the input stage, what the curriculum wants you to learn, or what's the written intent, or the learning process, what actually gets implemented through diverse modes of learning. And when it comes to the highly able students, the gifted ones, or even those who have some learning challenges or have some kind of difficulties or challenges, you can have individual learning paths and paces, which is quite important when it comes to this kind of discussion. And also when it connects with diversity, I don't think it's necessary for everyone to graduate with exactly the same skills and exactly the same mindset. You can have diversity in the learning outcomes, so the actual curriculum that you carry with you. So you have a natural variation of skills and knowledge, and also important different ways of interpreting the world, which connects with a healthy society, I think. I think that's all from me for now. Thank you. Quite interesting, and you already have in Finland there are lots of examples of very interesting project-based learning, but also from your perspective, how to diversify the educational environment is very, very important right now. So I would like to talk that more. But from here, second turn. Yes. So as for Zach-san, thank you so much. So I really like to hear about the kind of the possibility of open learning, because here in Japan we don't hear open so often here in Japan. And also, yes, so for example, like how to diversify the educational systems or environment. You already showed us a lot of very interesting ideas, but as for the like a system or
how to make the school or those Yeah. kind of thing. Yeah, if you have any ideas to kind Yeah. of revolutionize Yeah, this kind yeah. of thing, please let us know. That's a really interesting question. A couple of things come to mind. So one is I am a big proponent and big advocate for open source, meaning I write software to make the artwork that you've seen, right? I'm writing code, but I also make open source tools. And I think about open source as a way of publishing, in a way as an artists are kind of like researchers. I think of artists as a kind of R&D department, the way a company would have an R&D department to explore products of the future, that artists are a kind of R&D department for humanity, and that publishing your research is one way to spread your work, and open source is one way to do that. So you had mentioned tools like P5.js. They come from this real open source spirit. The second thing that comes to mind is activity that we would do at the School for Poetic Computation. So this is an experimental school in New York that I helped create 10 years ago. And we would do this really interesting exercise at the beginning of the semester. So students would come in, and we would have this really quiet moment where we asked them to write down every question that they have. So they would sit by themselves maybe 20 minutes, 30 minutes, writing down every question, what brought them into the room, what brought them to the school. Then we took all those questions and we put them all together, we organized them. Students met with each other, we created a giant list of questions, and it was so beautiful because the questions lead to conversation. And some students are like completionists. They want to cross off, they want to answer every question. And some questions cannot be answered. Some questions are existential. They cannot be answered. But what's so amazing is usually when you come to a course, the professor gives you a syllabus. They say, here's the journey that we're going to go on. And we started without a syllabus. We started with just questions, and those questions lead to conversation. And in the end, I think teaching is about conversation. So anything that helps create conversation is really important. Yeah, that's quite interesting. I really love to spend much time, even in Japanese. I really love to have this discussion in Japanese educational system as well. But yes, but first openness. Maybe I should a little bit in Japanese. Yeah, that's right. そのオープンになんかだからそうですね。ちょっと行ったり来たりするの良くないって言われてるんですが、in the 20th century, we had so we kind of hide everything so that we could, save our rights. But I think nowadays to share the knowledge and share what's, that can contribute to the society. But also it can also help you to grow more and yes, and also so kind of the economy is also now being changed, and it's very interesting. So そうですね。だからなんだろう、いろんな知識とか行動とかも全部シェアしていくっていう、もちろん何か守るものは守るんですけれども、それをシェアしていくっていう流れがやっぱ世界ですごくあって、これはもうめちゃくちゃ面白いなと思ってます。はい。And also your way to not teach, more likeなんだろう、inspire and evoke something. Through the education. So not just giving us decided syllabus, but also to have the kind of the environment to invent something or have more communication. So that's quite interesting. Thank you so much. Thank you. So yes, please, Kofi-san, I would like you to talk more about STEM education, but also I actually went to Ghana and went to Agbogbrosi and made friends, lots of friends there. And there they were very interested. Actually, my electric piano was broken, so they brought the solder and make it, and it actually worked. And so those kind of technology and education and art, music, all are connected. And I think we need kind of playfulness in the education. So I also like you to talk a little bit about those kind of playfulness in
STEM education. Thank you very much. To begin with, I want to emphasize that the aim of education in Ghana now is to position all learners to become innovators, entrepreneurs, lifelong learners, and global citizens. So if we want learners to be entrepreneurs, then STEM and TVET education are key. So the government is pushing a lot in STEM education. So now, would you share the slides? Okay. Okay, maybe. Yes. Okay. So as I said, the government is very much interested in STEM education, and we are investing so much in STEM education. In order to discuss this theme, I would look at it from several perspectives. First of all, I will look at digital transformation that is associated with STEM education. So what is happening now is that the government of Ghana has created the environment for us to leapfrog in the area of digital transformation by establishing digital literacy labs across the country. In each of the 261 districts, the idea is to establish a digital literacy lab for students and ordinary Ghanaians to develop their interest in digital literacy, because ICT is key when it comes to STEM education, as we saw even in the STEAM. So that is what the government is doing. So far, 47 of the 261 has started, and as you can see, it's low, but we have started from somewhere. We have also developed some smart classrooms for students to learn. We have developed STEAM centers across our 16 regions. That's their intention, but one of them is completed and fully operational. The idea is for teachers and students to be able to learn on their own, whether school is in session or not. The current government is looking to establish TVET centers across each of the 16 regions of the country. I will take us to the learning outcomes. So in the area of STEM, what we have done so far is to start from the curriculum, to review the curriculum such that, like the last presenter said, students will learn STEM meaningfully. So the curriculum has been reviewed in order to promote employability and social skills. We are looking at TVET and STEM policies that will boost our educational system. We have also incorporated indigenous knowledge system, traditions and values. We are ensuring that this does not only happen at the high school level, but right from the primary and then the junior high school level, because in the past our effort has been at the high school level. But we have come to the realization that for the student to be able to develop interest in STEM at the high school level, it has to start from the early level. So we are looking into how to develop STEAM, especially at the early level.
And I'm happy to hear that there are experts in this room. We haven't gotten it right, I would say, because we are more into the STEM than the STEAM, how the arts and the science and technology come together to make it attractive. In doing that, we are not leaving teacher training out, because for the student to enjoy STEAM, as our brother from Finland presented, we need to position the teachers to be able to do it and do it well. So we are having teacher training programs with the support of development partners, short and then long-term programs. Our major problem with the teacher training is that we've introduced a lot of new areas like robotics, AI modules, coding, but the teachers are not enough to handle it. And I think that is what we will need a lot of collaboration in order to do it. In terms of multidisciplinary nature and flexibility that you are describing, I think we haven't gotten there yet. We are moving towards that. And I think if we get the necessary support, we should be able to do that. Equity and inclusivity, we are doing our best. Now our STEM and other learning spaces are becoming disability friendly. It's a policy requirement for us to do that. And the government currently has given free tuition to all disabled students to be able to access education, to be able to learn STEM. But the fact is that we haven't been able to build our capacity in order to deliver STEM to disability people, even the normal, I won't say, those who are more abled, we are still learning, and from our experienced partners to be able to do it. So if we get collaboration in that area, it will help us to do much. We have also done well in the area of inclusion. If you come to Ghana, girls who are from rural and poor areas lose 20% of instructional time due to menstrual-related issues. When they are on cycle, some of them cannot afford pad, so they stay away. And that affects their participation and learning outcomes. So the government has started a policy this year where he's issuing free menstrual pad for girls so that they can stay in school throughout the year to catch up with the boys, and then close the gender gap in STEM and other learning areas. You can see that the team we brought, 70% are ladies. Finally, I will touch on the issues of literacy. We are deploying technology not only to promote digital literacy, but also numeracy, literacy in language, and then numeracy, because for students to be able to learn STEAM or STEM, they need language. So I'll end it here, and I think we can take it on. Thank you. So, usually, do you have a Wi-Fi or internet connection in your school, in public schools? Yes. So during the COVID, let me take a few things on the COVID. During the COVID era, there was that attempt to give schools internet, Wi-Fi, free Wi-Fi, and we developed iBox for online and offline teaching, and then TV station. But the problem is that funding is the monster. Right. Yes. Keeping the Wi-Fi in the schools has always been a problem. So we are trying to join the Giga network
Yes. to see if we can keep the internet in the schools. Yeah. I But, think yeah. Thank you. Yeah, because the expo is kind of a great chance to get together and solve, collaboratively maybe on these kind of things. And yes, actually we are collaborating with Ghana through Matsushigecho in Tokushima Prefecture, and we are exchanging ideas, and the children are communicating with each other. But maybe like maybe through, maybe we can connect to New York. United States, Ghana, and So I think one other thing I will say before I hand over the mic has to do with children, STEM for children. Currently, if you look at our country, we are doing well for STEM for adults. So this is our smart classroom. You can see the students, they are adults. And you can, the diagram down left is STEM center. I mentioned that we have STEM centers across the country. So you see the children, these are all other children who are at the STEM center, but the top two are STEM classrooms. But it's not common in the primary school. It's not common in the rural school. So there is that rural-urban divide in opportunities in STEM, which is also something we are looking to achieve, and we are working hard to. And you can see our TVET space, for example. You see that the person there looks adult. We are also working to get it down to the primary school and the junior secondary school, so that the interest is built right from the beginning, because attracting people at the high school level is a bit difficult because of you the also stigma said attached. that you're cooperating with indigenous culture or traditions, and I actually joined the music festival and in Abu Dhabi, and it was so energetic and it was so great. And I know that you have lots of treasure already. Of course, the technology economy. So I think not just the technology, but also maybe incorporating with those kind of many culture, indigenous culture in your country. So community STEM great. is something we are looking at because of the problem we have with waste. I'm sure when you came to Ghana, you saw it. So community STEM is something the government is looking at, how to ensure that through community STEM, some of these wastes are converted into recyclable materials. Yes, thank you so much. Yes, maybe it took it too long, but so okay. So Arki-san. I just straightforwardly, I would like you to talk a little bit about the hints of how to diversify. So you said that the diversity of learners, teachers are very important to the contents of diversity. But how I think it's time to change the environment of education or many things like a syllabus or many kind of things. Also, what is the key to diversify the educational setting? A small question. Very big question, Like you can approach it from any side of the triangle also. But I would think that something that does not get talked about that often when it comes to my my area of specialty, teachers. Yes. So diversifying teachers, it's difficult to achieve because you tend to get teachers who are good at school who want to teach children, and they tend to come from good families, academic backgrounds, and there tends to be the quite homogenization of teachers. But roughly, even it could be something like you have standards for teachers, things that you need for the qualification or the kind of entrance examinations you have, or teacher education programs which give a certain kind of image of teachers that you may or may not fit perfectly. And people who would become good teachers if they taught in schools may think, okay, I don't fit into that picture, so I will probably not be a teacher. But actually, you need quite a variety of different kinds of temperaments, different kind of attitudes, interests, people from different backgrounds, men, women,
and all kinds of things. So that is something that is often overlooked. And I think even in Finland and Japan, you tend to have quite a stereotypic population of teachers. So that is something that can be addressed. I wish I had put in one picture about that into my slides. There's something that I usually show to my students in lessons. There's a young Finnish woman who has a really like a non-normal hair color and a lot of tattoos on her arms and everywhere. And she was actually the teacher of the year a couple of years ago. But it's something that you can't imagine really here in Japan, because you have there's a tendency to have quite conformative image of teachers. Yeah. So that already ranks out some of the people who would be teachers. So that is something that I try to emphasize to my own students, that you can be a teacher in many ways and also be a good teacher. Obviously, there are things that, for example, Ministry of Education requires for the teachers to do have certain lists of keywords that you want to match and certain kind of positions towards teaching. But within that spectrum, you have quite a lot of room to make it different. When you have highly educated teachers from diverse backgrounds, they have fresh ideas on what kind of ways you can introduce when you have the curriculum and we're translating those into educational experiences, educational opportunities, you have a lot more diverse palette of different kind of means and even environments and how forcefully you want to push certain kind of things. Even the Japanese education tends to be seen as quite restrictive when it comes to the curriculum. Actually, if you start pushing and actually looking what is written there, you have room, but teachers are sometimes afraid to use it to the full extent. And it might be a matter of the management in schools, how much the principal, the kandisaku, how much they give room for those kind of original ideas, cooperation between teachers and making more original education within their schools and their classrooms. So that is one key thing, that it comes a teacher as the center of the education. And then that's not to say that the learners are not important for the learning space, obviously, but often teachers are just put into the sidelines as facilitators, but they can do so much more in the educational environment if they so wish to. Yes, in Japan as well, maybe sometimes teachers are very good teachers, and maybe we need a new way to have a teacher training, like a creative, playful, like to inspire teachers and do many open-ended questions so maybe we can discuss more. But yes, I think his time is limited. So could you please share the slide here, my screen? No screen. So the very, very last word from all of you. So some kind of a message towards the audience. And sorry, I did put a QR code here today. So just 2 questions from the students, so from the audience. So it's just a kind of a hint for your last message towards the audience. So thank you for such inspiring talks. So you all gave us a sense of hope for a future where we walk forward together with technology. What led you to the work? What kind of society you hope to see? And here in Japanese, basically we have schools, but why do we have to go to schools? And so society is actually is a big common school, and even if you don't go to school, maybe you can dig something you like or something you like to learn. So and nurture your sense of living. But how do you think about the school? Meaning. So those kind of questions are here. So last message to the audience. Sorry. Okay, what led me to the work? I had to find a job. And so I found that I could write software, and I fell in love with just this idea of going from language, from writing words to making images. And for me, that was really magical. In terms of what society I would like to see, I would like to see a more creative, a more playful, more critical world. In terms of final words, I want to mention an experience I had a million years ago. So I did an exhibition it must have been 20 years ago,
at the ICC in Tokyo. It was an exhibition for children. It was a bunch of interactive projects. My partner and I set up many projects. It was my first time in Japan. I was really happy. And at the opening, there were millions of kids, and they were trying everything, and they were breaking everything, and it was crazy. It was really chaotic. It was amazing. And this woman grabbed me, this grandma. She grabbed my hand, and in very broken English, she said, "You are giving the children good dreams." And when I think about what I want to do with my work, what I want this kind of medium to do, what I hope to do in the classroom, is to give children good dreams. Wow, thank you so much. Great words. Thank you so much. Yeah. Actually, in the Jellyfish Pavilion, kids are running around. So, yeah, I would also like to share the dreams. Okay, so Ernest, so last message. Okay. I'm not sure whether what led to my work is for me, but I will assume that is for me, so I will attempt to answer. So I am a teacher, university teacher educator. I entered my field because I love to see children learn and learn mathematics meaningfully because of its importance in the lives of children. So I went into mathematics teaching because I wanted my students to learn. I realized as a student that students struggle with mathematics. So I devoted all my life and my energy into how to make the teaching of mathematics easier. And I can say with some joy and excitement that I have been able to come up with a teaching approach which at least works in my country. It's called 3-tier teaching approach for teaching mathematics in context. And it's part of the book it's a chapter in the book that was recently published. So my motivation has been to make mathematics exciting to the ordinary African child. My hope for the society is I pray for global peace because my heart melts when I see stronger countries pouncing on the weaker ones. My heart breaks. I'm praying for global peace characterized by tolerance, love, and I pray that we will all work together to eradicate poverty and give every human being hope. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Lasaka-san, please. Okay. What I didn't mention in my introduction, I originally the reason why I came to Japan to do my PhD research was to examine the kind of work environments that Japanese beginning teachers are put in, what kind of relationships they had, and what kind of hardships they go through. So there's a need to help them work better and not burn themselves out. So I was interested in what kind of relationship they're in. I think relationship is the key word that keeps me doing research and with teachers and teaching them. So I think the pedagogical relationship, the human connectedness, and what can take place when you're in that kind of relationship, either with peers or with what is ideally between the teacher and the student. So that's something that you can only get in school. So that would be one reason why you should go to school, because there's that kind of opportunity to widen your horizon with an educator who cares for you and looks out for your best ideally. So there's some things that you cannot get if you're homeschooled and you're just in the safe environment. So you have to go to the different places with the different kind of relationships, and also to prepare yourself for some setbacks and experiences that are very curated by experts. So that's one thing, and I hope for the future is that even within the digitalization and all kinds of the technological advancements, we use those to enhance the human connectors in a real way, so we won't forget our shared humanity and what it means to live in those kind of relationships harmoniously. Yeah. Thank you. Thank you so much.
Thank you so much your passions to your work and also today we got connected. Yes, so I think the discussion would go on, and even beyond the expo, maybe we could collaborate together, maybe with the audience here, and also audience in the internet as well. So thank you so much for the second session. Thank you so much again. ご登壇いただきました皆様ありがとうございました。以上をもちまして世界の教育は今のセッションは終了となります。今一度盛大な拍手をお願いいたします。それではここからは再度大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー中島幸子さんと文部科学省初等中等教育局教育課程課長の武藤久義さんにご登壇いただきまして本日のトークのまとめをお願いしたいと思います。中島さん、武藤さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。思わず白熱してちょっと長くなってしまったんですけれどもはい、いや1部も2部もちょっとものすごい熱気で私はすごい楽しかったんですよ。めっちゃ楽しかったです。本当。いや、はい、この暑い中びしょびしょになりながらここまで来てよかったなというふうに心から思いました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。でまずちょっと振り返っていきたいなと思います。一部のセッションね、ここからちょっと日本語でやっていきますけれども、本当にもうちょっと名前入れると聞き手がないからあれですけれども、いろんな多様な形でお話をいただきました。で。そうですね、特に今回の場合は、身体的な障害っていうこともあったんですがそれってもう一人に、性格であったりとか、いろんな特徴であったりとか多分本当に We are all minorities でみんなが持っているものでそれは実は障害じゃないとか困ることもあるけど困ったり困らなかったりっていうのはもう誰しもが持っているものだっていうまとめだったかなと思いますけれどもそのあたり文科省の立場としてもいかがでしょうか。なんか私も若干自己開示するとですね、ちょっと私、読むの苦手なんですよね。なんか小さい頃から、なんかその縦書きのものを読むのができなくて、なんか縦書きの文章がもわっとイメージになってですね頭に入ってこないんですよね。でなんか小学校6年生の時の先生がなんか定規を当てて今読みたいところだけ見えるようにして1行読んだら次読んだら次みたいなの教えてくれなかったらなんか今ないなみたいななんかそんなことを思い出しました。でなんかその私思うのがなんだろうなんか一人一人いろんな違いがあるけれどなんかその違いをある意味楽しんでる人たちのなんかパッションに触れてなんかちょっと僕最近ネガティブになりすぎてたかなみたいななんかそんな気にもなったりしました。結構でもクラゲ館もそのマドラーっていうことでやってきて、とにかく多様性といえば楽しいっていうか喜びがあって、海外行くと面白いのと同じようにやっぱりちょっと、それこそ和田さんとかと見えないっていうといろいろ触るのでなんかあと音とかがどこから聞こえてくるかとか感じるようになりますし、信田さんとか山口さんとかとお話ししてるとすごく思わずジェスチャーとか表情とかが出てきたりとかなんかなんでしょうね自分とちょっと違うと面白いでそれが実は自分を知ることにつながったりするっていうのを感じていてそういう意味では今は例えば障害というところでも特別支援とか学校があったりとかである程度分かれることの良さもあるんだと思うんですけど同時に分かれすぎちゃってると出会いがないというかそうなので出会いをなんか生み出す仕組みとかももっとあるといいなとか不登校の子たちも今学び方がだいぶ緩やかになってますよね。はいその緩やかさをもっとエデュケーションシステム全体に広げていくのが僕たちの責任だなっていうふうに思ってますね。いわゆる通常の学級がもっともっと包摂的になって一人一人の子どもたちを受け止められるようなカリキュラムになったりカリキュラムの中でなんか遊べる余地をなんかかなり意図的に作っていったりあるいはそういうカリキュラムにさっき中島さんも言ってたけどそういうカリキュラムになんか見合ったような設備や施設の作りとかなんか多分トータルで考えていく必要があるのかなというのは思いますね。でも絶対その方向でそうですよね、その方向だと思います。だからなんか真面目に座る場所も、座り方も時にはもしかしたら寝転んで聞いてる人もいるかもしれない横でお祈りしてるかもしれないし
さっきからね彼女の頭が光ってて可愛いなって思ってるんですけどなんかこうなんでしょう、こういろんなあり方があるっていうのを知れば知るほど、じゃあ自分ってなんだろうっていうことにもなるんだろうなと思うんで。そうですね。そうですよね。なんか何年か前に子ども基本法っていうのが日本でもできて、で遅ればせながらだと思うんですけど、子どもの権利、それから子どもが自分に関わる大事なことを意見を表明する権利があるんだっていうことになった後の私たち初めての学習指導要領の改定なんですよね。子どもたちの意見の表明、あるいはそれは合理的な配慮に関わるかもしれませんけども、そういったことを学校のカリキュラムの中にこうやって埋め込んでいくみたいな作業をこれからしていきますけど、実は明日それをテーマに中央教育審議会で議論ちょっとしたりします。なんと中島さんにも見てほしいな。オンラインで、今からでも申し込めますか？もちろん。じゃあちょっと送ってきます。ぜひぜひ。送ってきます。でも最近こうやって文科省さんの議論とかも大体申し込むとオンラインで見れるようになってきてます。あんまり知らない方も、中教師の場合は結構たくさん見られてますよね。そうですね。だからぜひ見てほしいなと思います。見てほしい。ちなみにでも明日の夜はここでも合田さんをお迎えして、それこそちょっと全員は言えないんですけども、ザックさんには実は明日も登壇してもらう形で、さらに、マレーシアの、ね、ロボット教育とかやってる西田さんとか、あと東京大学で見えず聞こえない盲ろの福島先生、この指展示で行うんですけれども、もう本当に面白いです、福島先生の話。それこそ詩の話とか、言葉の力っていうことをすごくよくお話しされるんですけれど、なんかもうみんなでいろんな話をしていきたいと思ってまして。それもオンラインで見れるんですか？それもオンラインで見れます。じゃあ僕絶対見ます。じゃあちょっと中教審何時からですか？中教審はね6時までかな。6時までで、こっちが多分6時からぐらいだと思います。多分確かちょっと後で確かでまた言いますけども、大体じゃあ皆さんもしよかったら見てみてください。でせっかくなので2つもう少しだけお話を続けたいと思います。2つ目のセッション、海外でのいろんな事例ということで、ザックさんは私はもうニューヨークでもうよく知っていて、もう本当に面白い、なんでしょう、ああいうふうになんかテクノロジーとかステムっていうと真面目な感じに捉えられやすいんですけど、実はめちゃくちゃ面白い。で一人一人違う作品が出せるっていうところがやっぱりアートで面白くて、でそれと五感でなんか、ね、自然の中で遊ぶとかっていうこともつなげられるんですよね、っていうこともありますし、あとやっぱりガーナでもそうですよね。こうやってまさにギガスクール構想みたいな一人一台端末みたいなお話も出ていましたけれども、数学っていう、ね、ものとかも含めて、その教育を、いろんなところにちゃんと多様な人たちに届くようにするには、でもやっぱりお金も必要だし、環境も必要だしっていう、やっぱり全体としてのお話があって、でフィンランド、私思わずラスヤさんっていつも呼んじゃいますけど、アイクさんからは、そうですね、フィンランド自体がやっぱりすごく面白いので、ちょっと今回事例を入れてほしいということで事例もたくさん入れていただいたんですけども、同時にやっぱりそういう先生方のね研修ということがすごく大事ということで、これから大きく変わってくると思うんで、先生の在り方もだけど、でもそれが今までの先生の価値が変わる下がるということじゃなくて、やっぱりそれを生かす状態で、でも先生たちも今ストレスがすごいかかっていると思うので、そこをなるべく軽やかに楽しく、なんていうか少しこう考え方とかやり方を変えるだけで、多分見えてくるものがあるんじゃないかと思うんですけども、こういうちょっと盛りだくさんなので、どこに回答していただくかっていう感じですけども、武藤さんのなんか感想というか。そうですね、なんかちょっといくつか申し上げると、今のフィンランドの話で言えば、エルキさんが出されてたスライドの中でなんか三角形のありましたよね。なんかその多様な学習者がいて、で多様な教育者とそれから多様なコンテンツ、いやあれなんかすごいなんかビビッときましたね。で私たちもその方向行きたいと思います。これだけ子どもたちが多様になっていて、しかもこれから多様性をもっともっと力にしていかなきゃいけないそういう社会だという時に、先生たち集団、比較的日本は同質的だったけれど、本当いろんな人たちが教職を選んでもらえるような、そういう免許の仕組みにしたり、トレーニングの仕組みにしたり、あるいはなんか今ってカリキュラムがなんか1年通してね、なんか毎週何時間を35週やるんだみたいな、こうベターっと平均的なんですよね。これもうちょっとギュッ
と一部で、例えば1学期だけでギュッとやれるようにしたら民間の人とかいろんな人入ってこれるかもしれないなみたいな、そういうことも含めて多様性っていうのをもっと大事にした仕組みにしたいなって思ったんです。でその多様性ってことでいうと、さっきのガーナのですね、なんかインディジニアスなカルチャーっていうのをもっと大事にして教育の中でっていうのって、あそこってやっぱ日本足りないとこですよね。もちろんそのアイヌ文化みたいなのもあるし、なんか沖縄の方に行ったらやっぱ独自の言葉もあるし、もっと方言なんかいろんなものもあるし、そういう地域のいろんな多様性っていうのをもうちょっと子どもたち学べるようにしたらいいんじゃないかっていうようなインスピレーションもいただいたり、あとMRT のですねザックさんの話なんかもちょっとあまりにもなんか刺激的すぎてどれか1個なかなかピックアップできないんですけれど、でもやっぱオープンソースって考え方、これを私たちせっかくデジタルの学習基盤があって一人一台のコンピューティングリソース今私たちはもう国中で、誰一人取り残すことなくできたので、それを使ってオープンソースって掛け算をしたらどんなことができるだろうかなんてことも考えながら聞いたりしました。今学校すごいちっちゃくなっているので、どうしても多様性が学校によってはないんですよね。でもそこに多様性を持ち込んだりするために学校と学校がつながったり、なんかいろんなことを考えていきたいななんてことも思いながら、聞かせてもらいました。もうむっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。ね、STEM とか STEAM という言葉も出つつあるし、それが、ね、今後日本とか世界でもどうなっていくかわからないんですけど、でも例えばさっきザックさんもちらっと言ってました P5.js っていうのがあるんですけど、なんだろう、ウェブ上でコーディングやってみんなが簡単に URL でシェアができるとか、そういうのでしかも全員アートで違うものを作るとか、なんかこうなんでしょうね、もっと具体的なみんなが楽しむっていうのが事例がどんどんできてくると、日本多分あるところまで行くとバーっていくと思うんですよ。で一人でそこにさっきのカンボジアとかもそうなんですけど、そうするとカンボジアのいろんな文化をそれで表現したいって言って、だから結局テクノロジーなんだけど、それはその土地であったり、でそれは他の土地のなんかね空気感だったり、食事だったり、衣装だったり音楽だったり、そういうものともつながっていくっていうことで、なんかそういうことを学習者もだし先生もだし、いろんな体験をやっぱり増やせるような環境がないと、なかなかね難しいですよね。自分一人で一生懸命考えてても、なのでなんかそういう楽しい機会を作るっていう意味で実は万博もねいい場なんです。なるほど、なるほど。いや私たちそういう楽しくてクリエイティブで自由度と遊びとか余白があるみたいなのをカリキュラムの中にちょっとこう意図的に作ろうかなって思うんですよね。本当その方向で頑張りたいなと思います。ありがとうございます。実はねいくつか他にも質問とかも来ていたんですけど、それは後ろの方でまたセッションしていきたいと思います。ちなみに最後にクラゲ館では実は車椅子のアテンダントの皆さんもいらしてもらったりして、先ほどの最初のモデレーターの中西さんがクラゲ館の女将としていてくれてます。でもあれももともとは5日間、8時間雇用、この枠っていうのが決められている中だったんですけど、ワンポストを本当に交渉を重ねてもらって、安全面の管理とお金とかそういうものをやるっていうことで、そこをシェアする形で今いろんな人に関わってもらうことで初めてこうアテンダントの多様性をより担保する。そうすると楽しいんですよ。たくさんの人たちが関わり合えるので、なので多分今のその学習のねあり方とかも、何かちょっとした先ほどの45分を40分にするとか、ちょっとしたことで何か見えてくるでシェアするみたいなことで、いろんな人たちが関わり合えて、ちゃんとみんな生活もしなきゃいけないし、今の社会の中でこうサステナブルな仕組みを作っていかなきゃいけないんですけど、きっといろんなヒントはあるんじゃないかと思うので、それを世界で共有しながらできたらいいなと思っております。なんか「I'm impossible」「I'm possible」ってなんかめっちゃいいですよね。なんかもう勇気をいただいて、なんか皆さんともいろいろつながりながら私も頑張りたいと思いました。ということで今日から何がまた始まるかがすごく楽しみです。1部そして2部そして武藤さん、1部2部の登壇者の皆様、そして武藤さん、本当に今日はね素晴らしい時間でした。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中島さん、武藤さん、ありがとうございました。今一度盛大な拍手お願いいたします。ありがとうございました。皆様、本日はご参加くださいまして誠にありがとうございました。これにてインクルーシブジャム We are all minorities を終了させていただきます。本日は本当にありがとうございました。